配信開始。本日もよろしくお願いします。8月28日月曜日のこまりんライブです。12時からと言いつつちょっと5分前になってるんだけど、こんな感じで今日もよろしくお願いします。いいかな？土日にちょっとね、旅行に行って無事帰ってきましたので、前回確か雲アルファベットを作ってもうそのまんまにしてたんで、続きからやろうと思ってます。CM が流れていく。あ、こんにちは。早速来てくれた。ありがとうございます。今日はぷっくり会でございます。で、早速シェアもしよう。YouTube ライブ Now って感じでいっか。あ、なんかおかしいな。こんにちは。いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。今日は若干疲労の残る中、単純作業のぷっくりやったら頭も使わずしいいかと思ってねやっていこうと思います。シェアこれでいいかな。ぷっくり祭り開催、ぷっくり祭り開催でシェアしよう。よし外出中に来てくれてる。ありがとうございます。通知早かった。通知がすぐ来るときと遅いときあるんだ。やっぱ YouTube の混み具合によるんかな。よし、多分シェアもできたし、ぷっくりひたすらしていこうかなと思ってます。スマホ置いといてと。こんにちは。ありがとうございます。今日喉ちょっとガラガラかも。疲労というか疲れでいや、喋ってるうちに乗ってくかもな。旅行の写真とっても素敵でしたって。ありがとうございます。ちょっと何に載せたっけな。スレッズに載せたし、ストーリーズ、インスタストーリーズにもちょっと載せたかな。いい感じにね、天気も晴れでバッチリ楽しんできました。こまりんちゃんお疲れ様ですって。ありがとうございます。今日も楽しみありがとうございます。今日もうほんとね、ぷっくりをこのぷっくり高粘土レジンでひたすらまだぷっくりできてないやつらを全部やろうかなと思ってます。最高、ぷっくり祭り最高じゃないですかってね。いや、多分何個か垂れて失敗すると思うんで、リカバリーも見せれたらなって思ってます。雲レジン素敵すぎる。いっぱいあると癒されるよね。登録者さん、そう先週2万人になって、そっからまたね増えてくださいました。登録してくれてる方本当ありがとうございます。外出から戻ってきたばかり。暑くない今日もね。お疲れ様です。プレゼント企画あるんですよ。そうプレゼント企画、今日のキーワードはもうそのままぷっくりでお願いします。これ覚えやすいよね今日ぷっくりライブでぷっくりです。雲グラで可愛いよね。お昼食べながら見てます。ありがとうございます。多分お仕事されてる方もちょっと休憩でね覗ける方もいるかなって思うんで、頻繁にキーワードは出していきたいかなと思ってます。水分補給しながら、そうだね、ちょっと喉の調子悪いから水分補給大事になってくるよね。いたわっていきますね。ありがとうございます。でぷっくりなんで滑っちゃうからシリコンマットも重ねるか。こんな感じで重ねてぷっくりしようかな。ここでやろうかな。ね、ぷっくり、今日はぷっくり会で
ちょっとこの雲のとこがこうしないとダメだからして表からやりたいんだよね。そして拡大して見やすいようにやっていこうと思う。こいつらかな、ぷっくりできてない。こいつら。この子たちがぷっくりできてないんでね。これを今日やろうかと思ってます。まずはコメント読んでいきますね。あ、こんちは、いらっしゃい。ありがとうございます。くまりんちゃんの仕上がりがつるんつるんですごく綺麗ですね。ね、うまくいくとこんな感じにピンとくるかな。こんな感じにプルーンとなってくれるんでね、うまくいくと全部成功するといいな。もうすぐ子供帰ってくる。うちも多分帰ってくる、もうすぐ。ありがとうございますって。ぷっくりとコーティング失敗多いので勉強させていただきます。ぷっくり難しいよね。実は過去にもう動画を出してるんでね、今日は説明欄に、概要欄にそのアドレスも貼ってますので、コツだけ知りたい方はそっち見てもらえたらなと思います。あ、こんにちは、お邪魔します。いらっしゃい。ぷっくり好き。やった。こんにちは。いいねしました。ありがとうございます。よかったら動画見てる方、こんなボタンね、グッドボタンが白くなってたらポチッとしてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。こんにちは。ぷっくりたくさん、そうそう、もう何も考えなくていいからさ、ぷっくりずっとぷっくりしようって思って今日楽しみ。よかった。こんにちは、こんばんは。リフレッシュしてきました。気持ちはリフレッシュして体は疲労感って感じですね。ありがとうございます。あ、出かけるんですね。覗いてくださってありがとうございます。気をつけて行ってきてください。ぷっくり楽しみですか？よかった。じゃあやっていきましょうか。真ん中の穴から垂れてしまい、穴が塞がってしまう。すごいわかる。私もね、結構今日も絵あるけどやらかすな。ぷっくりの垂れるやつはやっぱりね、レジに乗せる量が結構大事やって、気を抜くと失敗するね。未だに拡大と、こんぐらいが見やすいかなと思ってる。こんな感じでいこうと思います。わあ、もうちょっと下のシート大きくしないと。いや、いけるかな、このまま固めるときにシューって。いや、ライトがこっち来た方がいい気がするな。ライトをこう持ってきて固める方がいい気がするけど、また始まったら考えよう、それは。で、あんまり近くにあると邪魔だとね。じゃあぷっくりをやっていこうと思います。高粘土レジン使ってね、ひたすらぷっくりする配信になりそうですね。あ、でさ、これ前回作り終わってその後にライブアーカイブを自分で確認しながら再度コーティングをして、そっからしっかり確認してないんだった。できてるかな、ちゃんと。ちょっともし濡れてない場所だったら再度コーティングの修正もしていくかもしんない。できてそうだな。こんにちは。もう学校始まってるんですね。ねえ、今日から始まってるとこ多いらしい。すごい。昔より早いよね。お邪魔しますって、ありがとうございます。雲グラデーション作ってみたら C が逆に出来上がってしまった。めっちゃわかる。たまに気を抜くと逆向きのできるよね。ぷっくり頑張ってると途中で決壊して、決壊するとすっごい焦るよね。垂れてきだすとレジンが大量放出あるよね。それも見せたらなって思う。この若干指紋があるやつは塗った後についたのか、塗って固まってる途中についたのかっていうのは、なんかいつもこういうなんだっけな、薄用紙って読み方でやってるかなってやつでこうこすると取れる指紋は硬化後についたやつで、これしても取れない指紋は固めてる途中についたやつだなって判別できるんだけど、これはちゃんと固まった後の指紋だったね、今ついてたの。大丈夫そうかな。やっとテレビで YouTube 見れるやつに変えた。おー、すごい。大きな画面見えてますかね。画面ね、ありがとうございます。でかい画面。どの向きにしようね。カービちゃんでもこれ固めるとき邪魔になるから後ろ行ってもろて。
いやでも垂れるやつはみんなやらかすんちゃうかな。で慎重にやりたいしね、1個ずつやっていく感じになります。まあこんな感じで最初は少なめにやって後から足す感じが無難かなって、失敗しにくいかなって思うんだけどね。これで一回広げて、私はいつもプツプツ対策のためにちょっと放置するんだよね。目に見えない気泡が出てくるんでね、軽く広げとく。で軽く広げた時は垂れやすい場所まで塗らないようにして1ミリ内側を塗るって感じで、この穴段って垂れやすいじゃん、すごい。この状態でちょっと置きたいんだよね。なんで今日はコメントは結構追いついていけるんちゃうかなって思う。放置時間多いんで、この状態でちょっと置きたい。 2,3 分せめてね。見やすい、よかった。こんな感じでやってきますね。一回気づかずヒート埋まってた。あるある、いろんなもの埋まってるよね。知らん場所から垂れててね。私が小学校の頃8月31まで。そうなんや。ちなみにもうすぐ40の私の小学校の時は9月10日ぐらいまで夏休みやった気がする。9月6とか7ぐらいが登校日やった気がするね。減ってきてるよね。まだうまくぷっくりは満足するものが作れないので参考にさせていただきます。参考になるといいな。私もたまに失敗するんで、これでもなんで難しい工程だと思っている。これは今なら Wi-Fi あるからスイッチ経由でモニター見れるのでは。すごい今時じゃん。やってみて、見れるかな。こうやって喋ってる間にもさ、いなかった気泡が出てくるでしょ。これが目に見えない気泡ってやつなんだけど、これをやっとくと、放置して抜いとくと、硬化した後に表面にポツポツが出るって悩んでる人結構多いんだけど、それが防げるんで、ちょっと放置するのがいいんだよね。こんにちは、こまりんさん。旅行に行ってたのに元気ですね。そう、気持ちは元気で体中がだるいって感じ。年だから。ちなみにこのだるいやつ、明日の方がもっと強く出るからね。私いつも2日遅れで出るんだよね、筋肉痛が。土日にディズニー行ってた。すごい。ディズニーこそさ、歩き回るから疲れるよね。私結構車移動が多かったでまだマシやけど、テーマパーク行ったらほんと筋肉痛になる。楽しんできたかな。お昼休みの間にお邪魔しますって。こんにちは、ありがとうございます。私も今日はスマホとテレビの二刀流。すごい、二刀流ありがとうございます。嬉しい。C の失敗ショック。ショックだよね。娘の作りかけがぷっくり直前なので、そっか、今からぷっくりするとこだったんですね。じゃあちょうどいい。これもう放置してる間にさ、細かいいなかった気泡が出てくるんだよね。こんな感じで出しときたいわけ。ちょっとね、N もやっとけばよかったかな。同時にやると、同時にやるか。ライブ配信だし、あと5個あるし、やろう、同時に。で、イニシャルごと硬化するかな。N もこのさ、ここから垂れるんだよね。それがマジで注意。こんにちは。先日はインスタでコメントいただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ねえ、私のことを書いてくださってるとコメントをしてるつもりですが、すべてできてるでしょうか。ありがとうございます。昼休みなり頑張ってね。おかんだ。頑張ってね。昼休みありがとね。頑張るね。私は今年度25です。若い。私も気持ちはそのくらい。高いとこ。こまりんさん、こんにちは。旅行の映え写真、美しかったです。ありがとうございます。もうめっちゃくちゃ写真撮っちゃった。500枚ぐらい撮ったかな。500枚ぐらい撮ってまともに使えるの100枚以下だったけど、いっぱい写真撮ってね、一人で満足してた。自己満足。ありがとうございます。だるいのにレジンするのすごいねえ。レジンしないとイライラしてくる。レジンをしていないと毎日イライラしてしまう。昨日旅行から帰った後もちょっとしてた。
病気依存症。2日遅れで疲れが出るの分かる。出てくるよね、2日遅れで。だから特に激しい運動をした時にね、あまりにも激しいやつだと当日の夕方ぐらいから怪しくなってくるけど、マジで痛くなるのは2日遅れで来る。30半ばぐらいからそうなった。筋肉痛が2日遅れで出るの、それ絶対年だよね。私昔そんなんじゃなかったもん。30半ばぐらいからなりだしたもん、それ。なんで遅れてくるんだろうね。仲間が増えそう。2日遅れ仲間いるかな、他に。だからさ、今日比較的元気なんだよね。ちょっと全身だるいなって思ってるんだけど、まあだるいだけなんだよね。それが明日になると多分筋肉痛で全身痛いみたいになると思う。A はこれでいけるかなってとこなんだけど、ここから固めるときに私はローヒートモードを使うんですよね。その辺の解説も概要欄の動画の方が詳しくしてるんですけど、ローヒートモード使う理由が、レジンが効果ムラを起こすとまだ固まってないあたりからピュって垂れてくるんだよね。よくこういうとこの先からね垂れてくると思うんだけど、だいたいそういう場合ってこの辺だけ固まってないせいで、こっから圧力で固まってないレジンが出てくるんだけど、そんな効果ムラが生じる理由が、ライトの光の当たるムラとか、あと一気に強いライトでやると効果ムラが出やすいもんで、ローヒートモード使うと最初弱い光出るからね。なんで最初ローヒートモードを使って固めるっていうやつをぷっくりではやってます。A がこのままいけるかな。ちょっと回したいね。この角度変えるとさ、思ってたとこ濡れてへんみたいなあるよね。ここ濡れてなかったみたいになるから、ちょっとぐるっと回して、微妙やな。濡れてなさそうな場所、ここも全然濡れてへんわ。濡れてなさそうな場所端っこまで塗って、この塗る時の筆使い、これはマジで長年やんないとね、多分習得できないんじゃないかなって思ってるんだけど。でまず A 固めるじゃん。固めたいんだけど N 塗っちゃったな。鏡ここか。ライトの前に鏡を置いて、こんな感じで。で、ローヒートモードで言ったら大丈夫かな。ちょっと待って、傾いてる気がする。怖い。垂れたくない。これでいけるかも。こんな感じで今ガードして固めてる間に N やろう。こんにちは。来れて嬉しい。やったー、来れた。だいたい今度から平日の月曜日は、今日は12時なんだけど、なんか光漏れてる気がするな。ちょっとガードしとこう。いつもは9時からになるかもって思ってる月曜日ね。よかった、これで香川県で美味しいものを召し上がりましたか？いろいろ食べたんだけど、個人的に一番美味しかったのがソフトクリームだったソフトクリームコンペイ山やっけ？コンペイ山のコンペイ山で合ってる名前？コンペキ山もう忘れてるのソフトクリームがほんまにめちゃくちゃ美味しかった。今まででなぜかうどんとかいろいろ食べたんだけど、鶏のやつとかね、美味しかった。イニシャルモールド持ってないから、いつも作り方とか注意点を見てるだけだけど楽しいです。そうなんですね。でも大体どのモールドでもね、やり方は一緒だよね、きっと。A は垂れてないね。よかったね。この後 N と一緒に固めよう。N もやってきます。1個ずつやろうかな。ライト何個も使っても映せないしな。でちょっと放置中の N を塗っていくって感じかな。旅行楽しそうだったからよかったね。楽しかったし、晴れたんがよかった。ほんまね、10日前まで雨予報だったんだよね、旅行の時。やばいって思ってたけど、無事晴れてよかった。快晴。でもたまに雷鳴ってたけど
ラッキーだった。ありがとね。こんにちは。今日は静かに拝見します。静かでも嬉しい。ありがとうございます。垂れてない？ここ大丈夫？怖え。垂れてなかった。垂れて見える。塗りムラか。怖いね、垂れるの。液足りてないね、全然。すか。垂れるの怖いね。ずっと怖いね言いながらやるかもしんない。ぷっくりこんな感じで、まず表塗ってるんで、ちょっと裏面のボコボコなどで綺麗に見えないかもしんないんだけどね。この後裏面もしていくと綺麗になるはず。出かけてるので車の中で Bluetooth で聞いてる。すごい、今時だ車の中でありがとうございます。嬉しい。私の声を聞きながら運転してるんだ。嬉しい30代になると遅れでやってくる筋肉痛。そう30ぐらいかな。いつからなるんだろう。私は30半ばぐらいから筋肉痛2日遅れになった。1日遅れになって2日遅れになっていて、どんどん遅くなっていった感じ。今は2日遅れで来る。一応当日もちょっと若干だるくはなってるんだけど、ガチの痛いやつがね遅れてくるんだよねだからいつか筋肉痛あれ遅いなって思ったら来てるかもしんない禁断症状出てる。そうレジにしないとね、どんどんイラついてそわそわしていく。犬濡れたかな。ちびっこ泡もいるね。真ん中ここか。だいたい塗り残しがあるんだよね、こういう端っこのさ見えないとこに。こうやってくるくる回したいから、やっぱ今日は1個ずつやるのが無難かね。2日目がきつくなる。メモみんな筋肉痛の出方についてメモしてる。そう今ね、若い方で見てる方はでも多分これ年じゃなくて体力とかの気がするな。体調とかその人の体力の気がする。お母さん見てるけど、どうやろう。うちのお母さんめっちゃ山登りしまくってるから私より体力あるんだけど、2日後に出てるんかな。濡れたかな。これはお空っぽい N。 いや濡れてないな、ここっていうのがあるからね。結構ぷっくりって慎重にやんなきゃ、時間をかけてやんなきゃダメって感じ。私41だけどまだ筋肉痛翌日だよ。っていうことはさ、体力があるんかな、もしかして。私30半ばっていうか前半ぐらいから2日遅れになったから、相当体力ないよね、きっと。体調体質などにもよるのかもしれない。できたかな。 A も共に行きたいんで。これもしね塗り残しがあったら、もう一回ぷっくりしたら、もうポン盛りすぎてどんどん垂れやすくなっちゃうんで、これで塗り残しがあった場合、私コーティング剤を塗るようになるんだけど、一回ぷっくり失敗したら。それもどっかでやるかも。今日あと5個作る中でどれかを失敗するんじゃないかなって思ってるから、ちょっと足りてないな。弾いてくるから何回なっても。もしかして今日コーティングのリカバリーもやる。コーティング剤で表面リカバリーするやつもやるかもしんない。ここにいるね、気泡が。でここにもいると。これを取って、このぐらいちっちゃい気泡まで映ってないよね、さすがに配信で。そしてローヒートモードで入れると。ローヒートモードで固めます。このね、ライトの奥の方までしっかり入れないと、手前の方がちょっと光当たってなくて、でそっから垂れるとかもあるからね。
日まだ次の日に来ますが、いろいろ治りが遅いし疲れがなかなか取れないです。でも次の日に出てるなら大丈夫かも。いろんなものの治り遅くなるよね。しょうがないね。体力作った方がいいんかなっていつも思いながらしてない。そしてぷっくりするとき6ワットで仮効果。そう、それでもいい。100均のレジンとかで仮効果、100均のライトで仮効果してるよって人もいた。9月1のためにペイの方登録しました。ベース登録しようとしてできず、いろいろ調べました。調べてくれてありがとうございます。私もさ、ベース登録の方法わかんなくてさ、調べてたらペイ ID に変わってたんだね。知らん間にね。私もびっくりした。そういうの大変だよね。両方とも垂れずにね、うまく固まってたんだけど、これではまだちょっと若干効果が足りないんで、次のやつを次々と作りながらも、この今作ったやつもライトの端っこに置いといてやっていくって感じになるかな。ということで次は K も結構足りやすいかな。でサイドコーティングがきれいにできてるね。K もやっていこうと思います。この辺だね。そして小まりさんから教えてもらってローヒートモード使うようになりましたね。使うとなんかいい気がするよね。どうなんだろう。使わないとぷっくりではだいぶ差が出ると思うけどな。ローヒートあるかないかで K をやっていく。これ余った色で作った K だけど4色グラでモニターで見てる。大画面最高。やったー。モニターありがとうございます。綺麗に見えてるかな。ソフトクリームの写真見ました。丸いの乗っかってて可愛かったですね。ほんとあれがね映えなんだよね。あられみたいなやつ。あれが私が行ったとこの名物らしいんだけど、ちゃんとソフトクリームに乗せるの考えた人天才やなって思った。旅行の写真1枚だけしか見れなかったけど映えてました。見てくれてありがとうございますね。映え写真撮るの楽しいよね。で秩父ヶ浜って場所も行ったんだけど、そこがほんまにすごくて、若者が数百人いた。映え写真撮るためだけかわかんないけど、カップルがすごい多かった。K もここから垂れるからね、ちょっとレジン液をこっちに避難しといて、こっちの垂れにくいゾーンにね。真ん中の辺危険だからまた避難してちょっと放置するみたいなね。こんにちは。お昼食べながら見ようと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。キーワードだぞ。今日のキーワードもまさにぷっくり会なのでずっとぷっくりです。今日はキーワードね。ぷっくりなのでまたぜひご応募ください。そういえば今私星の雫作ってるんですけど、アルファベットモールドや大きいモールドを使ってると収縮激しい。めっちゃわかる。私もともと星の雫民だったけどリカバリーの方が大変だったもん。作家の収縮はそんなにないし、なんなら今出てるレジン液の中で一番収縮が少ないと思ってるんだけど、いやでも最近出たやつあんま使ってないからな。収縮はめちゃくちゃ強いので失敗がしにくいと思ってる。星の雫も未だにたまに使うんだけどさ、でかい作品に使うとちょっと難しいよね。楽しみにしてました。疲れてる中ありがとうございます。私は旅行に行くと疲れてすぐに中動けませんね。でもそんぐらい覚悟しなきゃいけないよね。私もそれを覚悟しながらいつも旅行は行ってるんだけど、しょうがないよね体力減ってく。なんかウォーキングとかした方がいいんかなって思うけど、私ウォーキングするぐらいならレジにしてたいからって思って全然さ始めれないんだけど、レジにしながら足元で足踏みするとかそんなんやろうかな昨日雲初挑戦してみたのですが、最強放置し忘れて基本パラダイスになりました。ギャーねえ、やっぱ放置するとしないで結構違うと思うし、雲って雲の隙間から出てきちゃうもんね。やっぱり放置は最強だね。青空で好きってね。
空っぽくて綺麗だよね、青グラデって。これ放置したっけ、この毛。あ、でもプツプツ浮いてきてるからしてるか。こんにちは。子供が学校から帰ってくるまでお邪魔します。ありがとうございます。ちなみにうち今一人帰ってきたな。で一応ご飯をどうするかなどは朝に話しといたんだけど、みんな今日始業式の子たちは今ぐらいに帰ってくるんかな。ローヒートモードってどのライトでもあるのかな。ちょっと高い2000円ぐらいのライトにしかついてないと思う。もともとネイル用にあるモードなんだよね、ローヒートモードって。ジェルネイル店とかでしてる人わかると思うけど、自分でやったりね。ジェルネイルって爪にライト当てるんだけど、めちゃくちゃ熱くて痛くなる時あるんだよね。特に親指とかやる時。その時にローヒートモード使うと光が弱いんであんまり痛くならないって感じなので、多分そのために作られてるモードだと思うんだけど、ローヒートモードってね。ついてるやつとついてないやつがある。ただこのレジンのぷっくり対策にもローヒートモードが有効なんで、ついてるとアルファベットとかを大量に作る人は持っとくといいかもしんない。めちゃくちゃ失敗率減るんでね。こんにちは。仕事のお昼休憩中ありがとうございます。お疲れ様です。午後からも頑張ってね。頑張ろうね。こんにちは。お帰りなさいって。ただいま戻りました。兵庫県に。映え写真素敵でしたね。ちょびっと載せた。ほんとめちゃくちゃ撮ったけど。昼休み中にありがとうございます。できたかな。ここに浮いた気泡いる。現れた気泡。毛垂れたくないね。見た感じ塗り残しもないかな。回しにくいな。なんかもっといいもんないかな。この角曲げとこ、クリアファイルの角曲げて元。毛も大丈夫っぽいかな。そうここがちょっと濡れてないね。でここに気泡あるでしょ。こんな感じで一個一個慎重にやるって感じ。ここもあんま綺麗じゃないね、塗りが。で気泡あり。これでいけるかな。もういこうと思います。ちょっと待つ。次が S もむずいね。 S は相当むずいね。 S はこっから垂れるからね、この狭いとこから最初のせる時にめちゃくちゃ少なくしてる。 S はでもサイドコーティングすごいうまくいってるな。むずいのに。そしてこんにちは。ちょっと出遅れた。いらっしゃい。ありがとうございます。ぷっくりの時は仮効果するといいんですか。そう概要欄を見てもらえるとめっちゃ説明してる動画をね、今日貼っときましたんでご覧ください。クマが可愛すぎる。クマに私の下手くそなクマ可愛いと言ってもらえた。ありがとうございます。こんにちは。今日も配信嬉しいですって。やったー。毎週月水金のペースをねずっと続けていきたいんでね、よかったらタイミングがあったら遊びに来てください。ありがとうございます。星の雫まだ 800g あるけどコーティング用にして作家のためのレジン買おうと思ってます。でも組み合わせるのいいかも。一つ言っておくと、星の雫応変にめちゃくちゃ強いけど作家はそんな強くないっていうかね、比較的強い方ではあるんだけど、いつか応変はするレジンなんで、星の雫はね 3,4 年ぐらいしてもほとんど黄色くならないんだよね。その応変の強さは作家にはないんだよね、ぶっちゃけ。そういうのって結構値段相応なんだけど、レジン液のそういう性能っていうのかな、その分星の雫が高いんかなって思ってる。そうしてできたかな。毛垂れてないかな。一回見るね。毛も垂れずにできてるね。じゃあ次々やってこう。こっちのちょっと待ってね、もう一個のライト用意して、はるか遠くでも作ったやつ固めよう。
とサブライトを出してめちゃくちゃ遠くで固めるね。うわ座ったまま自転車みたいにペダル焦げるそんなんあるんや。いや焦げるやつもあるんや。その場で足踏みできる器具と簡単に足パカ、わかった、内ももとか鍛えるやつかな、できる器具あります。あんま使ってないんかいめっちゃわかる。私そういうの買うだけ買って使わなくなるタイプだからすごいわかるんだけど、そういうの足元に置いてみようかな。それしたらちょっとマシになるかな。ちょっと待ってね、ライトを固定したいからごちゃごちゃしてる今。こっちの方で別のやつを固めよう。落ちたーって。ぷっくりの時にプツプツできちゃうから放置したいけど垂れちゃうのが心配。そうだからね、垂れてくる場所だけ塗り広げない状態でねやると垂れてこないと思う。さっきからやってる感じでとね、こう塗って垂れてくる場所、この S だったらこの中の方の真ん中の辺ちょっと少なめに塗るね。S むずいからね。最初ざっと広げるんだけど、ざっと広げるときにここだね、ここ垂れてくるここだけはもう触らずに置いとくと、レジンって塗ってない場所には広がらないようになってるからね。この状態で放置したら垂れてこないと思う。ただこれはレジン液によって違うかもしれない。サラサラとかでやると塗ってない場所でも広がってくるかな。この状態でね放置すると見えない気泡が抜けていくと思うね。この感じかな。真ん中じゃないじゃん、ここね。そしてフリーフライのレジンはどんな時に使ってますか？私ね、フリーフライは応変させたくない時に使ってる作品を、応変っていうか空の作品とかで割と使うんだけど、フリーフライ応変しない代わりに白濁りしていくんだけど、白濁りした方がいい作品で使ったりする。空系で使うことがあるかな。概要欄の動画チェックしますってありがとうございます。グッドボタンも押してくれた。ありがとうございます。グッドボタンやる気が出ます。子供たちのご飯準備する。いってらっしゃい。お母さんもでもうち給食明日かららしいんやけど、全国みんないつからやろ給食ね。お母さん大変時間頑張ってください。グッドのお手手がある。ありがとうございます。こんちゃすいらっしゃい。こんにちは。コメントありがとうございます。直していくね。ありがとう。2分遅れだ。顔文字なんだこれ。すごい顔文字だ。めちゃくちゃ遠くと言える広い作業場が羨ましい。ねえ。いやでもさ、私ほんとね、ハンドメイド始めた時の今このマットがあるんだけど、大きさどんぐらいやろ。A4 スペースぐらいでねしてたんだよ。レジン始めた時キッチンの片隅でしてたからね。すっごい狭い場所でしてたレジン。やっぱその頃に比べると天国になったけど、やっぱねスペースがあると便利だよね。でもほんと5年間 A4 のスペースでレジンしてて、毎日物を落としまくってた。狭いから1日に50回ぐらい物拾ってたと思う。でこの感じで置いときつつ、レジン作るときは焦らず作った方がいいですか？そう焦らない。ゆっくり作るのがいいかなって思ってる。ただ最近よく聞くのが、作ってる時に固まってくるレジン液ってのがあるらしくて、私持ってないからわかんないんだけど、やっぱ効果を早くするためにどんどんさ、いろんな企業が効果が早いレジンを出してるんだけど、どうやら普通の照明の光でも固まってきちゃうやつがあるらしくて、そういうやつだと急がなきゃダメだよね、多分ね。本当は焦らずにゆっくり作って、こう気泡を出しながらやった方がすごい綺麗になるんだけどね。こん
んにちは、こまりさんおかえりなさい。で、ただいま帰ってきたよ。参考になります。よかった。給食とか懐かしい響きだよね。揚げパンとか懐かしいでしょ。揚げパン揚げパンできた。よし、じゃあ塗り広げよう。今日も抜けたんでね、この垂れるゾーン気をつけつつ、まあ今レジン液少ないんで垂れないと思うんだけど、これで端っこ塗っても弾いてくるなって場所があったらね、レジン液足りてないんで足してくんだけど、ある量を超えるとこっから垂れ出すからね、そこだけマジで注意だよね。ピッピッピッと。弾いてくる場所もないかな、特に。ですわ。ここに放置して出た気泡浮いてるね。あ、そうやった。こっちで固めるんやった、他のやつら。他の人たちをこっちのライトの方に入れていって固める。クロッチャが4分のライト出そうとしてるんだけどさ、早く出してほしいな。ボタンをいちいち押すのがほんまめんどい。1日に何十回と。よし。で、S は大丈夫そうかなーって見て。いや、大丈夫じゃないんだよね。ここに入れてないんだよね。ちょっと足りんかなー。そして、ちっちゃい気泡も出てる。足りんかなと思いつつ、いけるかなと思いつつ、いけるかな。いや、足りてないな。足りてないな。これのさっきから。ここが足りてないんで、ちょっと塗りつつ、ここも怪しんで広げつつ、そんでいけるかな。ね、固めようと思います。ずーっと、そして次は Y アリエル Y。 しまった、遅いね読むの名前出していいのかわからないけど、ヒート周り避けて放置してたのに決壊してました。名前出していいのかわかんないってなんだろう。あ、レジン液のことかな。決壊悲しいね。お答えいただきありがとうございます。白濁りしていくのですね。そうそう、応変しないタイプのやつってなんかね、青色成分入れてることが多いんだけど、その青色成分は白濁りする傾向があるなっていろいろ試して思ってるけど、今はそういうのもなんのやつもあるかもしんない。いろいろ出てるからね。こんにちは。最近すぐ首が固まるから長時間集中してレジンできへん。わかる。下向いてるから首痛くなるよね。私さ、ハンドメイド始めた初期も首の周りと肩が常にガッチガチに硬くなってて、常に毎日痛くてどうなるだろうと思ったら知らん間に体が適応しちゃって痛み感じなくなっちゃったんだよね。で今全然肩こりとか感じない体質なんだけど、これ実はやばいことになってるんかな。痛み感じないだけ50回ポトそうそう、切ないよね。顔文字そんな感じほんま。あ、お邪魔しましたってありがとね。またアーカイブ24時間後にアップしますね。こんにちは。開始から見てました。ありがとうございます。グッドボタンも嬉しいです。S どうかな。垂れてないかな。お、S も垂れずにうまくいってるね。ね。じゃあどんどんいこうか。あれ1個も失敗しないかもしれないです。難しいやつが大体終わってきてるぞ。アリエル Y をやります。でしてと、我が家の地域は小中とも長期休み明日。前日休み明け当日から給食ありです。すごい素晴らしいね。給食ってほんと助かるよね。何も考えなくていいから。何も考えず栄養のあるものを安く食べさせてもらえるからね。
地域によるんかやっぱね。Y は簡単だ。うちは神戸市で明日から登校日が始まります。あ、近いのに違うね。1日が始業式、4月から給食開始。遅いかも。うちは明日から給食だもん。そっか、じゃあもうちょっと頑張んなきゃだよね。私の給食に揚げパンなかった。揚げパンがないとかあるんか。揚げパンは美味しいよね。でも今ってさ、普通のパン屋さんとかでも揚げパン置いてるとこ増えたよね。スーパーとかね。揚げパン今の子はもしかして今少ないのかな。うちの子供らの学校に揚げパンがあるからどこもまだあるんかと思ってたけど、もしかしてないとこもあるのか。きな粉の粉ときな粉と砂糖の粉混ぜたみたいなのがかけてあるやつ。地域によるのか、まさかこれは。今日は一人なので大画面見ながらコメントはスマホ見ております。おりますかなこれ。ありがとうございます。二刀流で一人なんですね。いいですね、一人時間。ありがたい。そして自室を作業部屋にしたいんですけど、空調がない部屋なので、そっか、空調か。今の時期作業できないのでダイニングテーブルでしてます。そうだよね、ダイニングテーブルだとさ、出したり片付けるのが大変ってみんな言ってるよね。言ってるし、私もそうだったなって思うね。やっぱ自室でクーラーとか置いちゃう置いちゃう。疲れてると思います。無理しないでねって。ありがとう。多分明日疲れてる。2日遅れで出るから筋肉痛が。今日割とちょっとだるみを感じるけど元気なんだけど、明日筋肉痛だと思う私。ありがとうございます。4分のライトいいよね。出すって聞いてるんだけど早く出してほしい。もう1日にライト何回押しとんねんってぐらい押すから。今もさ、こっちでさっきから2分おきにライト押してるんだけど、4分出してほしい。ローヒートモード、クロッチェさんのライトついてるのかな。ついてない。なんで私使わないもん。クロッチェを PR する立場ではあるけど、ライトは他のとこの方が便利だから使ってない。サブとして使ってるけど。で、出してほしいって言ってたんだけどね。次出すライトが4分のライト出すらしいんだけど、ローヒートモードついてますかって聞いたらついてないって言われたから、それもあんま使わないと思う。今みたいにサブであっちの方でいっぱい固めたい時に使うだろうけど、メインとしては使わないな、ついてないから。だからまたその後にローヒート出すか検討しますねって言ってた。多分ローヒートの重要性を分かってる人まだ少ないんじゃないかなって思う。レジンに置いてローヒートが結構使えるってこと。ネイルで使うもんだからね、本来。Y は簡単だ。でもちょっとほら、放置して気泡あるでしょ。こういうの取っときたい。ティッシュ。私の場合だと部屋の光でも固まってしまう。それきついな。朝と昼の時間帯はどうしてもできないですね。外からさ、入ってくる光で固まるよね。のとかもあるよね。でも広いのだと夜の電気で固まっちゃうらしいってお悩みをよくいただくんでね。やっぱレジン液から電気を変えるって結構なんか大ごとになってくるよね。変えるしかないんかなって思うんやけど。Y は特にここ耐えてない？大丈夫？怖い。大丈夫だね。で、ここ濡れてないじゃん。よく見ると。Y。ここもちょっとしっかりやって。Y は大丈夫そうだね。そして固める。ずっと。ライトの位置が怪しいな。もうちょっとこっちしんと不安や。次が H にしよう。H。人参カラーみたいになった。そして4分のライト欲しいよね。
何回もポチポチがしんどいよね。昔のさ UV ライトって10分とかついたよね。 UV 時代に出てたライトがどんどん短くなって今1分とか2分のばっかだよね。けど昔は8月いっぱい夏休みだったのに子供たちは先週から始まっている。あ、そっか、短くなったんだ。もうちょっとあったら嬉しいのにね。クロアチアさんがライト販売とは、そう販売しようとしてるけどローヒートがないらしい。でも4分、多分おそらくやけど固定しちゃったから使えない、見せれない。今あるやつのもっとでかくて時間長いでパワフルかなのやつやと思うけど、ローヒートついてないから私もメインでは使わないって思ってる。レジン選びは大切ですね。そうだな、レジンによって難易度が変わるよね。レジンの結構大事かなって思ってる。で次 H は割と簡単かな。垂れやすい場所ないし簡単かなって思う。この H 形かわいいよね、コロコロで。こんなもんかな。この垂らす量もやっぱレジンをなんだろうな、レジンいっぱいしてないとね、ちょうどいい量ってのがつかめなかったりするよね。わかった、これ焦った。小森さん、J は今回の販売会でないですか？ J ないけど結構推し活で欲しいっていう人がいるから、まだもうちょっと増やす予定だから増やそうかな。 J 欲しい？よく松潤のファンの方とかね、ジミンくんのファンの方が J が欲しいって言ってくださるんだけど、今んとこないかな J は。でも結構自分の名前 J はあまりいないけど、推し活で欲しいって言ってくださる方が多いイメージ J ね。また作ろうかな。そしてこんにちは、コメントありがとうございます。清原は良さそう。私清原 6W しか持ってないんだけど36もあったんや。清原、安心と安全の清原だよね。うちの子たちは揚げパン知りません。そうなんか、あんな美味しいのにねかわいそうに言っちゃってる。揚げパン、私たちの地域は黄金パンって名前でした。名前違うんだ。めっちゃ人気ね。美味しいもんね。カロリーもやばそうだよね黄金パンっていいね。こんにちは、コメントありがとうございます。うちの小学校には揚げパンがないと言ってました。学校によるんだ、本当に。そっか、ないのか。今日はピントがずれることが多い気がします。オートフォーカスに変えたから、多分今日表面ずっと塗ってるでしょ。このブラシにピントが当たるんだよね。なんでずれることが多いかもしれない。でもこの場合固定した方がいいんか、オートフォーカスじゃなくて今日同じ場所で塗ってるからね。前回からオートフォーカスのカメラに変えたんだよね。今は合ってるよね。多分ブラシがこっちに来るとずれると思う。仕様です仕様なのでちょっと多めに見てやってください。ありがとうございます。揚げパン食べたことない？やっぱそっか、昔の給食では出てたものって感じかな。今若い子に説明するとね。そっか。そろそろ休憩を待ってしまうお疲れ様です。午後からも頑張ってね。ありがとうございます。揚げパンは時代でしょう。私たちの年代はほぼ食パンだった気がいたす。ってことは私より年上の方の給食にも揚げパンはなかったと、私世代の方だけみんな知ってるかもしれない。もしかしてそういうアイテム揚げパンってね、そんな疑惑が出てくる。ローヒートないのか。そう、ないからね、まだ飛ばしていいよとか言ってるの私3ヶ月おきにライト変えてるからさ、次何にしようかな。結構みんな教えてくれるんだよね、このライトいいですよって。Amazon にいっぱいあるらしくて、ライトって外国のやつとかもいろんなライト教えてくれるんだけどね、次のライトどうしようかなって思ってる。
ローヒートない余地はまだガチのすごいやつ出してくれたら私も PR しまくるんだけど、今はまだいいかなって思っている。こんにちは、出遅れた。いらっしゃい。ありがとうございます。こんにちは、お昼休み入ったけど、また救急来ちゃったから、プリン食べたらお仕事戻ります。わあ、お疲れ様です。大変だ。プリンしか食べれない。またアーカイブ残しときますね。ありがとうございます。今おばあちゃんにネイルシャカシャカ作ってます。あ、ネイルシャカシャカ作ってる。おばあちゃん喜んでくれるよ、きっとね。シャカシャカって結構見てるだけで癒されるよね。うまくできるといいね。シャカシャカはあれがあるからね、フィルム貼るやつが。そろそろ私配信でもまたシャカシャカ1個ぐらいなんかやろうかなって思ってるんだけどね。今シャカシャカのフィルムか。蓋がめちゃくちゃ買いだめしてあるんだよね。50枚ぐらい。なんでシャカシャカを作っ、なんかここでここやな。シャカシャカを作っていかないとって思ってるんだけどね。シャカシャカむずいからね、やる気がなかなか出ない。足りてないね、全体的になんかボコボコするな思ったら。この辺が足りてないんだな。ローヒートモードないのがっかり。ほんまそれだよね。私真っ先に聞いたんだよね。ローヒートモードつけましたかって聞いたらないですって言われたんで、いやそもそもローヒートモードがレジに使えるってことを知らないと思うんだよね。その開発してる人たちも。なんで伝えといた。この動画でめっちゃ説明してますって次出すやつつけてくれるといいな。あ、やっぱネームだよね。そう思った。小森さんお帰りなさいってね。そう、無事帰ってきました。ありがとうございます。ローヒートつけてほしいよね。だからぷっくりにローヒートが使えるってこと自体、私が発信する前にしてた人を見たことがないから、多分そんなに周知されてることではないと思うんだけど、やっぱ分かってる人は欲しくなるよね。ぷっくりの時ローヒートし忘れて硬化して爆発してることが。そうだよね。私もローヒートボタンを押し忘れると垂れてる時あるもん。H この辺も若干足りてないかなと思いつつ、ぐるっと回して、ここも怪しい。いいかな。でもここまた弾いてんな。ちょっとここ足りんってことだな。いやー。そして小森さんの手を見てたら私もできてる気になるんだけどなそう私の配信を見てレジンやった気になったっていう人も結構いる気持ちだけでもね なったら OK ってことでよしいいかな。でもここちょっとなんかこのボコボコ、多分側面がボコボコしてるんだろうね。ここ見えるかな、配信で。ここがなんか若干ガタガタしてるでしょ。これ多分固める直前に曲線作ったらなんとかなる時があるんだよね。たまになんとかならん時もあるけど、このままいったらいけるかもしれない。急げいやあと M だけになっちゃった。でもまだ裏面もあるからね。今からこれは前回の配信で作った M です。小森さんの声とても落ち着きます。ありがとうございます。作業が進むといいな。たまに寝ちゃう人いるらしいそういえば今日も歌変えてみた。見てたいけど仕事に戻ります。了解です。頑張ってね。ありがとね。推し活なら M だな。 M 今来たで。そろそろ休憩終わるので失礼します。休憩の方が多い。お疲れ様です。ありがとうございます。覗いてくださってね。アーカイブ楽しみにしてますねって。また24時間後にアップしますね。待ってます。J 待ってます。あ、そうだよね。J 前も買ってくれてたもんね。J じゃあ何個か追加しとこう。推し活なら R か S かなーってねえ。私なんだろう、誰をしてるだろうあ、M か。こんに
ちは。今休憩中で、旅行天気良かったですね。ありがとうございます。休憩中に来てくれてほんと良かったですね。天気って結構大事だよね。ありがとうございます。 Wi-Fi ないのに嬉しい。なお入れてくれてる。遅い読むの遅いね。こんなに読む時間あるのに遅いね私。ありがとうございますな。近所の小学校の前に揚げパン屋さんの車がよく止まってます。揚げパン屋さんなんてめっちゃいい。そんなんあるんや。そんなん買っちゃうな私来てたら。こまりん星を推し活に使いたいので早押し頑張ります。そっか。宇宙モチーフのバンドだっけ応援してるって言ってた方いたけどね。推し活用になるのかあれ。もうちょっと増やしたいこまりん星。今のところ部屋のライトでレジン液固まるってことはないですね。そう私もないからわかんないんだけど、悩んでるってそう言ってくれる方が多いんで、レジン液によっては固まるらしい。部屋のライトでね固まるとむずそうだよね。 M もむずいぞこれ。ちょっと待ってね、だいぶ少なめに置いて。これ最後の M ね。 M はもうこの3箇所から垂れ散らかすんで、ちょっとだいぶ少なめにのせました。そしてレジン液の量も多いので、広げた後の放置時間もちょっと長めにしようかな。このね垂れてくるとこ避けながら塗っといて、妹にイニシャルキーホルダー作ってあげたら推しのイニシャルの方がいいって言われてしまった。そう推しを身につけたいんだろうね。でライブとか行く時につけるとね、誰推しかすぐわかるだろうから、そういうのもいいんだろうね。私は40中だけど揚げパン出たよ。そうなんだ。出た世代がありそうだね。なんかピチャッとこの世代の人は揚げパン知ってるみたいなある気がする。ご了承けどお仕事ありがとうね。戻っちゃったかも私読むの遅いから。ありがとう。いつも私の時は揚げパンありました。そうなんだ。小学1年はもう50年近く前ですけど年ばらしてる揚げパンあったんや。実は揚げパンとコーヒー牛乳苦手でした。苦手な人もいると思う。あれ結構重たいしきな粉が独特だから苦手な人もいそう。あれコーヒー牛乳も出たんや給食。コーヒー牛乳なんて出たことないや私。すごい。コーヒー牛乳出るんや。いいなって思っちゃうけど、ちっちゃいうち苦手な子とかもいるもんね。コーヒー牛乳といえばミルメイクってやつが出たんか給食で。私出たことない気がする。ちょっと放置しようか。これねここやしね真ん中。ミルメイクなんだ。私は揚げパンありましたが、同い年の旦那は揚げパン食べたことないって言ってました。同い年ってことはやっぱ地域性もあるってことだよねきっとね。そっか。こんにちは。いつも参考にさせていただいてますって。ありがとうございます。コメント嬉しい。お口汚れるのやだよね。口の周りが粉だらけになるもんね。ココア揚げパンがきな粉より登場回数少なかったからめちゃくちゃ嬉しかったな。ココア揚げパンって何？知らんやつ来た。そんなんあるんや。美味しそう。甘いよねきっと。レジンの定期便来月私の誕生日の日に販売。しかもコマリンさんのそうなんや。誕生日に来月誕生日の時なんですね。9月26かな。しかもコマリンさんの今月も可愛かったよね。今月のボトル販売されてたけどこれやったね。拡大してるから見に行く。今月も可愛かったよね。来月の見せたい。ちょびっとだけ見せちゃダメかなとか言って来月は私の担当会なんだけど、来月のボトルもねおしゃれっていうか季節のボトルなんだよね。あれないあっためっちゃちらっとだけ見せよう。なんか見せたいからもうこんだけ見せる。こんだけでわかる。来月のボトルハラもなんかわかるやろ。なんとなく来月こんなんだからちょっと楽しみにしててね。1ヶ月後だけど。コーヒー牛乳私も苦手でした。そうなんや。
先生に怒られる。コーヒー牛乳飲まないと怒られるんや。でも昔の給食ってそんなんやったよね。私給食全然食べれん人やったんやけど、昼休み終わるまでずっと待ってなきゃダメで、ずっと昼休み座ってたもん、給食食べれずに。昔厳しかった気がする。ミルメイク大好き、緑牛乳でした。緑牛乳ってとこのやつなんだ。こんにちは、子供と遊びに出かけてたのですが帰ってきました。おかえりなさい。旅行ね、香川県徳島行って香川行って岡山行って帰ってきたって感じ、ぐるっと回ってきた感じでした。楽しかったです。ありがとうございます。遊びに来てくれて。昨日友達のお家にレジンを教えに行ってシャカシャカを作りました。みんなでワイワイ作るの楽しかったです。だよね、レジンってやったことない人からしたらそういうのめっちゃ助かるだろうね。最初難しいからね。いいな、ワイワイ作るのみんなで。で、今広げていこうと思うんだけど、だいぶポーチで浮いてきてるな今日。そして全然液も足りてないな。ただ垂らすからな、ちょっと慎重に入れていきたい。慎重に足していきたい感じ。ちょっとこっちに出す。一回出してね。今はね、慎重に足す。垂れるから。ミルメイクは名古屋で作られてるのに、なぜか名古屋の学校では給食に出たことがありませんでした。ミルメイクって名古屋なんだ。地元なのに出てこないんだ。清原のライトは後ろにスイッチあるから使いづらい。だよね、後ろにあるやつも嫌なんだよね。それも私さ、ライト作ってるって言った時に伝えたんだよね。後ろのやつ押しにくいですって言ったんだけどさ、ちゃんと上についてるやつできてるかな。上のやつがいいよね。こまりさん、疲れた時は無理せずゆっくり休んでくださいねって。ありがとうございます。本当に疲れて限界やったらライブ休むと思う、普通に。ただ私そんなめちゃくちゃ疲れることしないからね。昨日とついたまたま旅行行ったけど、基本普段引きこもりなんでね、めちゃくちゃ疲れることはめったにしないな。ほら、山登りしたとかさ、海で一日遊んだとか、そんなんしたら多分ね、次の日ダウンしてるだろうけど、あんまりインドア系やでね、あんまりそういうのない気がする。ありがとうございます。優しい。同感ですってね、仲間いたね。そうして名古屋民名古屋民がいる。私も名古屋で働いてて、もう今は亡きパッセで、昔岐阜出身だからね、パッセでね研修とかしてたな。アパレル店員やってた時。月曜からコマリンボイスで癒されてるけど眠くなってきた月曜から眠くなっていく。ありがとうございます。癒されてくれて。あったかいミルク飲んだからしかも消費期限過ぎとるんやちょっとぐらい大丈夫。しかも温めてるなら大丈夫。仕事終わり戻りますって。ありがとうございました。覗きに来てくれて。また垂れ散らかすってそう垂れ散らかす。わかる？コマリンさんが旅行の時、兵庫すごい雨と雷やった。そうなんや。夜さ、香川も雷すごかって、しかも空にめっちゃ雷いっぱい出てて、遠くの空に。それを感動しながら見てた。めっちゃ雷見えるやん言うて。やっぱその時そっちの方も雷やったんやそう稲妻がよく見えてたの。すごい目閉じてたってかわいい。そうです、それ私です。そうだよね、宇宙競争のバンドをしてるんだよね。そうだよね、前コメントくれたとこ。コマリン星じゃあ増やさなきゃダメだな。全然 M のレジン足りてへんやん。ちょっとずつ足してこう。いい。ここは垂らしたくないんだけど、足りない程度に足す感じ。ちょっと一回埋めるか、全部。怖いけどね。キュッキュと埋めて。でかいからむずいんだよね、M。コーヒー好きだったからコーヒー牛乳好きだった。じゃあ給食で出ると嬉しいね。三重の内山牛乳。そっか、地域によって違いそうだね。やっぱそれも給食いいな。そして
見えてた？ハロウィンがバレてるめっちゃバレてるハロウィンバリバレてた。めっちゃチラ見させたよし。チラ見させたつもりやったけどバリバリやったね。え、そうなんだよね。私の牛乳は父安はよく聞くな。最近父安全国区になりつつある。知ってる？なんなら私の通ってた岐阜の学校も父安だったと思う。違うかな。どこの地域のやろ。なんか知ってる。こんにちは。コメントありがとうございます。いらっしゃいませ。キーワード一回出そうか。今日はぷっくりしてるからキーワードもぷっくりです。ありがとうございます。9月26以降に定期便契約したら、そうコマリーさんの帰るって、そう今から1ヶ月後の9月26にこれ出るんで、その時に定期便に申し込むと私のボトルから始まると思うね。だからまた1ヶ月後かな。でも今月のやつもすごい綺麗なんだよね。ただどこかで始めようかな、いつにしようかなぐらいのゆるい感じでいつか使ってみようかなって思ってる方は来月ぜひよろしくお願いしますって感じ。ありがとうございますね。ハロウィン 見えたでしょ。可愛いんだよ、すごい可愛い。で、私さハロウィンの作品作ったことなかったからさ、今まで6年レジにして初めてこの定期便担当でハロウィンのものを作ったんだけど、まさかの6年間スルーしてきて今後も作らないだろうなって思ってたハロウィンをね、まさか作らされるとは。やられたって感じでも面白かった、やっぱ作るの。お仲間がいるね。私はイガルガ牛乳だった。かっこいい名前だね。地域によってちゃうんだね。職場激混みで1時間遅れの休憩、お疲れ様です。月曜日なのに激混みなんだね。月曜日こそ混む職場かもしれないね。ありがとうございます。お疲れ様です。私もミルメイク大好きでした。ミルメイク好きな人がいっぱいいる。ちょっと後でググってみようかな、ミルメイククマかわいい。そう、クマいる。ちょっとゆるい感じの変なクマがいます。ありがとう。なお入れてくれてる。頑張ろう月曜日でもちょっと遅くなっていく。でもめっちゃコメントくださってるおかげだから嬉しいな。ありがとうございます。昔は粉だったけど今は液体。粉だった？どういうこと？粉に水を混ぜるってことかな。そうなんだ。絶対ググる後で。コマリーさんボイスと今日の BGM が癒し系だからさらに眠さがね。今日の BGM はズッキズッキミュージックさんの歌の中で自分が好きなやつを全部つなぎ合わせたって感じ。自分で音声編集ソフトでね、好きなやつしか選んでない。いっぱいあるんだけど BGM。眠気きたちなみに父安は広島なんや。なんで私知ってたんだろう。広島なんだね。牛さんがいらっしゃいます。すごいガチだ。ガチのってなんだ。ガチのミルクだ。こんにちは。子供たちにお昼ご飯食べさせ終わってやっとゆっくり見られる。ありがとうございます。やっぱそうなるよね。私ずっと夢やってへん、さっきからもうずっとコメント読みながらさ、M をどんどん持ってって知らん間に垂れてそうだよね。でも今いい感じだからこのまま行こうかな。気泡はちょっと浮いてるね。放置で出てきたやつ。今一回固めて、今度表全部終わるんだよね。7個やってるかな今ね。多分できたと思うんで、今固めてもう一回読んでいこうと思います。ローヒートで固める。よし。でもう作ったやつをあっちのライトでもう一個のライトで固めておきつつ、で一回ね全部しっかり固まったやつがあるかな。まず表だけできたと思う。これでこの3つはもう完全に固まってるはず。ピタよ。よし。
そして10月のボトルはハロウですかそう10月誕生日なのだけど、最近はだいたいハロウィンの月になっちゃってますね。ハロウィンって昔なかったよね。ハロウィンなんていつから始まったんだろうね、この盛り上がっちゃって。こんにちは、遅くなりました。いらっしゃい。お仕事終わったんですね。お疲れ様です。牛乳に粉を入れる。粉タイプのミルメイクはダイソーとかスーパーで買えるよって。牛乳に粉を入れるんだ。でコーヒー牛乳にするって感じか。すごい。こんにちは、ぷっくりやってたから釘付けで見ててご挨拶遅れてました。見ててくれてありがとうございます。そうなんです、ぷっくり会です。今日は森永でした。森永って結構メジャーなとこだよね。そっか。今歯医者から帰ってきました。レジンの借り輪を入れてきた歯医者でも使うよね、レジンね。で入れ歯の歯茎部分もレジン。そうなんや。歯茎部分もレジンなんだ。知らんかった。それはレジン使いまくってるね、歯医者さんでさ。表面ぷっくりしたんで、こう見て塗り残しがないかをまずチェックしたいんだよね。多分うまくいっとると思うけど、全部で垂れてるとことかあったらショックだからね。こういろんな角度からうわーいって見て、比較的塗れてるね、上手に。で裏面もやっていこうかなと思います。どれからいこう。 A からいこう。こっちが表か。こっちが裏か。裏だね。裏面の方が垂れやすいかもな、今日は。裏の方がちょっとポテッとしてるから。裏面もやっていきます。今までやった7個塗るやつをもう一回裏面同じことやるって感じかな。わー、かわいいなーってね。お空っぽくてかわいいよね、グラデーション。こんにちは、せっかく休みだったのに出遅れた。大丈夫、まだ半分ぐらいでか間に合ってる。ありがとうございます。いらっしゃい。コメント読んでて、ミルメイクの液体って何ぞやってなって娘に聞いたら、液体よねって言われました。今の給食で出てるやつがミルメイクの液体ってことかな。すごいね、変わるんだね。よし、じゃあ塗っていくか。ピント結構気まぐれやね。こういうの置くからか。置くとピント持ってかれるんだ、きっとね。こうしとけばいいんだね、きっと。時代の変化だね。こんにちは、仕事待って今遊びに来ました。いらっしゃい。お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。今日も暑いし大変だよね。ちょっとこの絵が傾いてるな。下の方が高くなっちゃってるんで、ここの段差がちょうどマットにあるから、ここに直して若干傾きを修正しといて、ちょっと横向きに作るね。そして私のとこはメイトウだった気がする。メイトウも聞いたことあるな。メイトウ牛乳ね、なんか聞いたことある。ハロウィンすごいですよね。そう、100均もすごいよね。入り口にバーってもうすでに並んでるんかな、今の時期からハロウィンのグッズ。8月の海遊びコーナー終わったらもうハロウィン並べてるよね、100均って。今もう並んでそう。いろんなのあるよね。カチューシャとかステッキとかマントとかも何でもあるよね。そしてちょっと待ってね、一回水飲むか。水を飲んで、かわいいって褒めてくれてる。ありがとうございます。かわいいよね。ミルメイクは次女が少し前にハマってダイソーで粉のやつよく買ってました。ダイソーに粉あるんだね。いちごバナナキャラメルココアとか。いいね。ちょっとそれ
買ってこうかな。牛乳に混ぜるだけだよね。家も長男がハマってよく買ってた。今度見てこよう。時代とともにククも言い方変わってるね。ククも変わってるの？ククってあれだよね。21が2、2人が4、23が6、24が8とか。あれも変わってるんや。どうなってるんやろ。自分の子供らもククやってるけど、しっかり聞いてないけど、もしかして言い方違うんかな。うわー、これちょっと穴んとこだいぶさ、ブラックホールじゃないけど、なんか落とし穴みたいになってるから、だいぶ垂れやすそう。この穴んとこめっちゃ怖いな。もう 0.1 ミリ残して外塗るみたいにしよう。これ穴相当垂れやすいと思う。ここねえ。で A はこれまだ固まってないかな。使えるかな。これぐらいでいいかな。この A はだいぶ垂れやすいと思う。真ん中の穴が。瓶牛乳時代の私ですが、子供たちは当然パック世代で、畳み方まで学校で指導されてきた時には驚きました。私もパックだったんだよね、牛乳。瓶の牛乳って美味しそうでいいよね。なんとなく予想イメージだけど、瓶は冷えてそうなイメージ。私も耳のとこをパタって立てて、で最後ぺっちゃんこにするみたいな、そういうやつやらされてた。いいかな。これでいいかな。まあそうか。基本もある。よし、いけると思う。いけるかな。ちょっともうこの穴の周りが怖くてしょうがないけど、多分いけた。じゃあ A も固めようと思います。これどいて A を入れる。で、あっちのサブの方に M を移動して固めていくと。もう一回取ろうかな。クク変わってるんですかね。変わったんかな。でも結構さ、あれって地域によってちょっと言い方違わんかったっけ、ククって。一緒かな。ククの歌とかあるもんね。そういうの変えられたら困るよね、親。親世代が困る。じゃあ次は K。K は垂れにくいかな。結構端っこがなんかうまいこと反り上がってくれてるから垂れにくいかもしんない。 K は100均に行くと季節が先取りすぎてて脳内バグります。だよね。すごい早くから出してくるよね。もう8月終わりぐらいにハロウィン置いてるよね、確か。で、ハロウィンの頃になるともうクリスマスグッズが置かれてるんだよね。そしてダイソーなんてさ、もう可愛いやつからなくなっていくからさ、クリスマスの直前に行くと大体ないんだよね。もうバレンタインの時とかも、バレンタインのラッピングなんか買おうかなって行くと、もう直前に行ったらないんだよね、ダイソーって。K を広げていく。うちの子たちはククは今までと変わらなかった気がしますね。変わったり変わってなかったりあるんかな。なんかククも私たちの時代と言い方が違うところがある。どれか忘れましたが、変わってそうな気がする。ちょこちょこ変わってるからね。いつやっけ、小2やっけ、クク覚えるのって。だから次女がもうすぐククやろうから、その時ちょっと聞いてみようかな。こんにちは、外出しててで遅れました。お帰りなさい。外暑いよね今日ね。ありがとうございます、来てくれて。月曜日のお昼から来てくださってありがとうございます。無言で見てくれてる人もありがとうございます。7749お7749四中区71が7724732174287530 7530 7535
4、6、4、12、7、7、49っていうよね。49になったってこと？なんか変えそう。49って言わないよね今の子たち絶対。49っていう言葉わかんない。もしかしてなんかさ、言葉が悪いイメージだから変えたとかそんなんじゃなく、なんかそんなんするやん日本ってすぐ。遅れちゃいましたが、原因は雪印でした。雪印安定のね、雪印だったんですね。ありがとうございます。すごいいっぱいメーカーが出てきてる牛乳の。やっぱ違うんだね、全国によって。足りてないな、レジン液。しかもこれ、こっちの方がちょっと場所が高いからこっちに変えよう、向き。そっか。ハロウィンとクリスマスとお正月が混ざってたりしますよね。ねえ、年末にさ、畳みかけてくるよね、一気に。うちの娘は保育園の頃、ドラえもんの九九の歌を歌っててびっくりした。ドラえもんにあるの？そんなのが。ドラえもんの歌。歌も新しいのできちゃってるんだ。絶対歌によって発音違いそうだよね。それで変わってくるんかな。ドラえもんが出してるのか。私の時なんか明るいお姉さんが歌ってる歌だった。1が5個2535とかいうやつ。歌も地域によって違うかもしれないよね。九九は地域だと思ってた。そうかもしんないね。このライブ配信で初めて九九が地域によって違うことが発覚してくるかもしんない。40を40っていうのと40っていうので、子供と違ってた。やっぱそうなんだ。変わってたんだ。じゃあもしかして私が知ってる九九の歌を他の地域の人は知らないかもしれない。49でしたよ。49。いちご猫ちゃん49。うち49だったもん、49。やっぱ違うんだ、言い方。次男が去年九九やってたけど、49だった。地域性なのかなねえ、地域性疑惑が浮かんできた。ピンポン来た。なんだろう。これも出れるかな。絶対子供の友達はめっちゃうるさい。めっちゃうるさい声聞こえた。子供の友達だった。よし、K はいいかなって思うんだけど、K 結構さ、細かい記号が浮いてるな。取りたいな、これはしっかり。よし。もうちょっと足したいかなと思いつつ、ここも濡れてないしね。ここ足すかな、ちょっと。あまり遠い記憶でメーカーまでは忘れましたけど、瓶の牛乳でした。目打ちみたいので蓋開けてました。蓋をさ、パコって開けるやつだよね。私さ、自分の給食では出なかったんだけど、どっかの銭湯とかでそういうやつで飲んだことあって、それがすごい美味しかった記憶があるんだよね。蓋がさ、開けれないやつだよね。なんか刺さないと。あった気がする、そういうのも。それが給食ってことは毎日目打ちするってこと毎日目打ちパコってするってことかな。よし。でもここにいるね。ちょっとここの辺に細かいポツポツがいて、こいつ固めると表面にポツポツポツっておるから、これはしっかり取りたい。ピントも合ってへんしね、全然。よし。わあ、なんか娘の友達がいっぱい来た、家に。よし、これで毛固めようと思います。これもローヒートモード。なんかくっついてる。垂れてないよね、怖っ。垂れてないよね、びっくりした。きれいにして。よし、次が N の裏を塗りたいと思います。いろんな地域でいろんな年代の方いて、お子さんの話とかもいろいろ知れて面白いです。そうだよね、なかなかないよね、こういう雑談で他の地域の方をする機会っていうのは私も今までなかった気がするから面白い、聞いてて。やっぱさ、全国でいろいろ違うんだね。
てこう。 N はちょっと難しいね。 N はこの真ん中の辺にあるくぼみがね、ちょっとここ注意かな。小1くらいまで牛乳瓶で、2年前から三角パックになりました。2年生からか。小1まで瓶で2年からパックになった。じゃあちょうど切り替えのとこだったんだね、自分が。三角パックとかもさ、私テレビでは見たことあるんだけど、自分の学校は四角パックだったからな。三角パックちょっと憧れがある。給食っぽいから。ちょうど切り替える時だったんだ。今もう瓶のとこなさそうだよね、さすがに。皆さんの名前の横に工具みたいなのある方がいますが、何ですか？これモデレーターさんっていう人で、何回か前の配信でね、私がモデレーターさんについて雑談をした枠があるんだよね。多分サムネイルが対策を考える枠みたいなサムネイルになってる。そこで決めたんだけど、モデレーターさんって方が今7人いらっしゃるんだけど、そういう方はコメント欄に万が一変な人が来た時にブロックできるんだよね、モデレーターさんが。そういう方を今7人の方によくコメントを以前からしてくださった方にやってもらってるんで、その方に多分工具がついてる。工具マークやとなんかあれやね、職人さんっぽくてかっこいいよね。そういう方にね、つけさせていただいてます。説明もしてくれてるね。そうなんだよね。ククは地域によるんだね。時代かと思ってました。私もそうかと思った。共振牛乳、共振牛乳も知ってるぞ。なんでだ、私も知ってる。よく売ってへん、スーパーにその牛乳の。見学に行ったのいいな。私工場見学結構好きでさ、今までヤクルトとか明太子のとことか何か所か行ったことあるんだけど、工場見学って今楽しいんだよね。お土産いっぱいもらえたりしてね。行きたいな、工場見学。お菓子の工場見学にめっちゃ行きたい。お菓子欲しいだけっていうね。そうね、嵐が来たらブロックできるんだよね。だから今までの配信で3回ぐらい変な人が来たもんで、ただ私がコメント欄が遅い時15分遅れぐらいになっちゃうもんで、そうすると15分後に見つけてブロックするっていう風だともう遅いよねっていう話になって、そんでね、モデレーターさんを何人かしていただこうってことになってね、今していただいてます。ほんと心強い。ありがとうございます。N どうかな。私は小学校の時四角パックで瓶の牛乳に憧れてました。一緒だ、私と。長島温泉懐かしい。長島温泉で瓶の牛乳飲んだら美味しく感じた。娘が瓶牛乳ってことは今でも瓶のとこあるってことか。長島温泉懐かしい。私すごい長島スパーランド大好きやって、長島温泉帰りに行ったりしてたな。懐かしい。今瓶のとこもあるんだね。N 大丈夫かな、これで。くるっと回そう。基本もあんまないしね、なんか。懐かしいなぁ。ゆうさん、私も同じ感じでした。同世代かもしんないよね。世代によって違うとしたらね。ただいま戻りました。家族にコロナ疑惑があったのでバタバタしてました。おかえりなさい。大丈夫かな。最近多いね、コロナになっちゃう人ね。また流行ってきてるっていうか、ほんまは人数も結構多いんだよね。緊急事態宣言とかが出てた頃より感染者数多いのに、なんかテレビでやらないんでしょ。もうテレビでやらないみたいな感じで聞いた。ちょっと待って、隣の部屋で娘の友達たちが大騒ぎ始めた。学校始まったって感じやな。これも固めよう。ちょっと待ってね。これを奥の方に入れといて。ここ垂れそうで怖いからちょっと向き変えとこう。ちょっと開いたら怖いから鍵閉めてこう、部屋の。
よし、大丈夫かな。すごい、もう早速楽しそうでな、小学生は。あれこれで全部じゃないよね。あ、これやってないんか。まだ塗ってないやつどれだろう。M と S と、これがまだ塗ってないやつかな、裏面。これ裏も塗ったやつだね。最後に見せるね、なんかどうなったか。裏も固めとこ、こっちのサブで。そしてはモデレーターの方。そうなんですよ、ドクロマークじゃなくてよかった。確かにドクロマークやだね。なんで工具なんだろうね。設定ができるよみたいな意味かな。昨日シャカシャカの蓋をレジンで自作したらシャカシャカつけたという見ました切ない。シャカシャカの蓋難しいね、作るの。私も嫌いだからさ、既製品のシャカシャカの蓋をいっぱい買っちゃってるからね、シャカシャカもなんか作らなきゃなっていう義務感を感じてるんだけど、シャカシャカ難しいんだよね。一緒にやろうかな。あ、でも S がむずいからやめとこう。やっぱ S はむずい。Y だけやろう。私も同じ。あ、高学年に資格パックになりました。すごい切り替え期の方が結構いる。6年間あるからね、小学校。その間に変わったりするよね。とりあえず病院行かせました。どうなるだろう、大丈夫かなねえ、心配だ。モデレーターさんありがとうございますね。え本当に、まあそれと同時にチャンネル登録をして1時間経たないとコメントできない設定も始めたから、現れる頻度は減るんじゃないかなって思ってるけど、まあでもどこの配信でもいつかは現れるものだからね。で、現れた時はみんなスルーしようねっていう話をこの前の対策ゲリラライブでお話ししてました。自分が小学生になるタイミングで牛乳パックアルミのワゴンあったお皿に切り替わったのですが、神戸の震災での教訓の一つだった。あ、なるほどね。そういうのがきっかけで変わるとかあるよね、たまにね。アルミのお盆ってなんか昔の給食そうだったよね、確か。自分の時あったかな。自分の時アルミじゃないお盆だった気がするな。いや違うかな。ランチョンマットやったかな。もう覚えてへんわ昔そんなんあったよね、お盆みたいな。よし、Y はちょっと放置して、こういうちっちゃい気泡をかそう。モデレーターさんお疲れ様です。ありがとうございますね。本当に頻繁にライブしてるけど見に来てくださって感謝ですね。ローヒートない場合どうするのがいいかな。そうだな、ローヒートない場合はどうしたらいいんだろう。もし弱いライト持ってたら弱いので仮降下するのもありだと思うし、いっぱいも入れちゃって、例えばこういうちっちゃいライトだったらね、ちょっと待ってね。ちっちゃいとか言って映んないね。こういうさ、ライトがちっちゃい場合はだいたいこうアルファベットあるじゃん。これをこう固めてる時にこの端っこの辺だけ光弱いんだよね。でこの端っこから垂れてくるとかいう現象が起きちゃうんで、気持ち垂れてきやすい場所を中央寄りに置いたり、まあこれやったら全部収まるように横向きにこう置いたりするとマシになるんだけど、横だれ液だれが防げるんだけど、36W しか持ってないってなったらね、やっぱ買い足した方がいい気がするな。やべ、触っちゃった。コロナ名古屋はやばいよって病院で先生が言ってたよ。名古屋やばいんか。今増えてるもんね、全国的に。うちの近所もいっぱいいるよ今で、視聴者さんもなってる方結構いるし、今多いよね今。はい、触っちゃったけど大丈夫だったかな。横側面にまで触ってなかったっぽいから大丈夫かな。よ
よし、Y はこんな感じでいいか。ちっちゃいし、やっぱ M とかが時間かかるね。もっと近い方が見やすいかな。ちょっと待って、一回全部動かさんと。なんかライトの中めちゃくちゃになってきてる。ライトの中がめちゃくちゃになってきて、大丈夫かな。ちょっとこうしようかな。あと何個だ。あと3個ぷっくりやる。今んとこ失敗がいないね。これ垂れそうなんだけど大丈夫かな。でこれをあっちに避難する。また遅れてきた内心ここでは私最高齢じゃないかと思ってます。いくつだろう最高齢さんはでも60代の方が多いと思ってるんだけど、私ね。瓶の牛乳よく男子がめんこして遊んでましたね。あ、めんこできるんだよね、分厚いやつでね。お菓子見学行くならグリコだよ。めっちゃ行きたい。グリコいいな。何もらえるんだろうグリコ食べ物目当て。どのぐらいだっけ。次はちょっと難しいの S と、でこれピントが拾っちゃうからちょっと遠くに置いといて、次 S ね。こいつどかしといて、こっちもどかしていいか。でこっちのライトで固めると。天候多かったので、もう牛乳どんなだったか記憶が、逆にさ天候しすぎて覚えてない記憶もあるよね。そっか、多かったらいろんな牛乳飲んだんだろうねきっとね覚えてないだけで。 S。 そしてそれでコメントが載らないのか載らないのか。何のコメント。わかった。変なコメントが来ないのかってことかなね。一応ね、モデレーター、わかった。登録して1時間乗らないのかってことかな。どれだろうやっぱり滑るじゃん、シリコンマットないと。シリコンマットは必要でした。そして来月のボトルかわいいって、見たさっきひっそり見したの気づいちゃったかな。私は小1の時ランチョンマット持参でアルミの食器でした。2年か3年の時に普通の食器、プラスチックのお盆に変わりました。そうなんだ。なんか私若いと思ってるんだけどアルミ食器から変わったんだ。どこかで切り替えてるね、どこの学校も。今私の子供たちのとこはなんかプラスチックのさ、軽い落としても割れないようなやつになってるな。それが今主流になってるかもしんないよね。こんにちは。今日使ってるのは高粘土レジンですか？大正解です。今日は高粘土しか使ってないですね、今んとこね。で、今日使ってるレジンとか、ここまで作るまでに使った材料を概要欄に全部貼ってあるんで、何使ってるのかなって気になった方はよかったら概要欄って説明文ね、動画の説明文見てみてください。ありがとうございます。そしてキーワードもそろそろ一回出そう。今日はもうずっとぷっくりしてるんでね、キーワードもぷっくりです。ぜひご応募ください。ライトに入れないで手前の漏れてくる光でしばらく硬化するのもいいんかな。漏れてくる光か。それとかさ、ライトめっちゃ上の方に置くとかありなんかな。私もやってみようかな、一回。その環境はできてるから。とにかく強い光で硬化ムラが起きるんだよね。なんかありそうだよね、方法は。小中高と給食なくてずっとお弁当を作ってくれてました。想像するだけで泣きそう。すごい。今思うと本当に親に大感謝です。だよね。12年間お弁当を作ったってことだよね、毎日。尊敬する。すごいな。それは感謝だよね。お弁当って大変だからな。私それしなきゃダメってなったら冷凍食品めっちゃ使うと思う。多分
冷凍食毎日冷凍食品ローテーションみたいなさ、私がやったわあ。36ワットしかないのでやり方参考にさせていただきます。そうそう、いっぱい作るなら絶対買い足した方がいいよね。だって1回失敗するだけで失敗直すのに30分かかるとして、ライト1個買うだけでその後使う30分かける何百個をなしにできるからね。でまたそういう考え方いつもそういう考え方してるんだけど、私たった数千円払うだけでその後何十回の失敗がなくなるって思って、やっぱ買う方がいいよねって思っちゃう。おー S はいい感じかな。これ垂れにくいかな。給食のない小学校ね、地域によってあるんかな。すごいでもあるだろうな、学校によっては。おまりさんのえい可愛くて好きたまに言ってるよね、とかって私ね、何なんだろうでもそうやって言ってもらえてよかった。こんにちは、いらっしゃい。ありがとうございます。うちの近くに森永があって、前テレビでやってたけどジャニーズだったかな。工場見学してました。いいね。なんか近くに来てたって思うだけで嬉しいよね。お菓子のお土産いいな。お菓子のお土産が嬉しいよね、そういうのが。私ヤクルト行った時もなんかいっぱいもらったよ。ヤクルトの飲み物とかキャラクターグッズみたいなやついっぱいもらえた。私の時代は全部アルミ、地味な給食でしたよね。昔ながらのやつかな、きっと全部アルミだったよね、初期って地味だった工場見学には父安しか行ったことないです。何がもらえるの？牛乳がもらえるのかな。楽しそうだよね。私も全アルミ食器世代がバレていくアルミ食器で世代がバレていく。あれ、小森さんのコメント聞いて、もしかして人生の先輩いらっしゃるのかなと思い始めました。この配信60代の方が多分一番多いかなって私は思ってて、老眼の話がいつも盛り上がるんだよね。老眼をどうするかっていう。なんでね、ほんとその世代の方が多いし、私もそうなる予定だし、今後ね。でも10代の子とかも来てくれてるし、かなり幅広い世代の方が見てくださってるのではないかなと思ってる。だから面白いよね、いろんな話がわかるから、自分の知らないお話がね。いいかな。垂れても来てないし、塗り残しもないかな。またここなんかギザギザしてる。削りが甘かったな、ここのギザギザを無理やり直して、もうそのまま硬化していくって感じかな。あと2個になりました。ビールの工場の見学ではビールの試飲をさせてくれます。すごい。ノンベイにとってはパラダイスノンベイなんだ。前なんかお酒買いに行きますって言ってんかったっけ、配信中に。パラダイスだね。牛乳の会社で住んでる地域バレるのかしらね。もしかしてバレるかもしんないね。私もアルミが多かったです。なんかたまに黄色いプラスチック出てきました。うちそれだ、黄色だ。ちょっと黄ばんでるプラスチックで合ってる黄ばんでるプラスチックだった気がするんだよね。クリコはおまけのおもちゃ付きキャラメルね、あるよね。もらえるんだ、いいな。なんかレトロなおもちゃついてるやつだよね。リアタイできました。リアタイできてる。癒しです。本当によかった。ありがとうございます。遊びに来てくれて。こんにちは、モーリーです。うちの近くも森永あります。おまけはアイスがもらえた気がする。アイスってめっちゃいいじゃんね。こんにちは。今日もありがとうございます。時間はお金に換えられないですもんね。私やっぱ今一番欲しいもの時間なんだよね。変えられないよね、お金にって思う。そういえばいつかわからないけど、ご飯も最初は出てませんでした。ご飯が出てなかった。
年生からかカレーライスとか始まりました。ご飯って高いからかな、もしかして。なんか時代の背景とかありそうだよね。ご飯がないってことは毎日給食パンってことかな。カレーライス美味しいよね、給食の。給食でご飯なんて出たことない。あ、そっか。お危ない。あっべな、シリコンブラシ飛ばしちゃった。危ない、ここに落ちた。危ない。H に直撃するとこやった。危な。昔ってご飯なかったのか。給食にご飯がないってことはパンばっか出てたってこと？それとも玄米とか出てたとかそういうんじゃなくてガチでなかったのか。それは今初めて知った。私昔の給食はご飯なかったのか。アルミの食器だと持つの熱くないですか？熱そう。あれ？熱いのかな、アルミだと。アルミの給食のさ、いろんなのが入ってる大鍋はアルミだった気がするんだけど、私の時はプラスチックな皿とかやった気がするな。熱そうだよね。さあ60代の方とか70代の方も来てくださってると思う。給食は小学校の時だけでした。ご飯給食はなかったな。そっか、なかったのか昔ってご飯が。コッペパンかな、ご飯ないってことは。私の勝手なイメージね。コッペパンが出てそうなイメージがある。今アルミ食器だとみんな持ち帰りそう。アルミが高価なのか今。そういうことか。持ち帰っちゃダメだよね。ご飯でないってきついね、毎日パンだったら。幅広い世代に支持されてるのっていいですね。ほんとありがたいし、それは本当にレジンの力だと思っている。レジンを今10代からね、6、70代とかまでいろんな人がハマっているレジンの力だと思う。いいですよね。お父さんのアカウント名ですが、配信見てるのは娘です。そうやったんや。なんかツイッターとかでもね、推し活について書かれてたんで、女性だろうなと思ってたんだけどね。ありがとうございます。いつも。給食でデザートって出ましたか？デザートはたまに出るって感じやった気がする。2分の1にカットした冷凍桃、冷凍フルーツとかもね、あるよね。今も出るよ。私今このレジン作家になる前、給食センターで働いてたからね、いろんな学校に何を発送するみたいな仕分けの管理とか仕事してたんだけど、今も冷凍フルーツは多いんだけど、私らの頃もあったし、冷凍みかんとかあったよね。たまにカチカチにキンキンになったみかんとかね。桃いいな。私なんかちょっとピンクがかったプラスチック食器だった気がする。プラスチックやったよね。私は黄色がかってた気がする。若干汚れてもバレないみたいな。こんにちは、ライブ配信2回目ですって。ありがとうございます。2回目嬉しい。いらっしゃいませ。ね、いろいろ知れてレジン以外の楽しみもありますね。私今日一番びっくりしたのが、昔の給食はパンだけだったんだってのに今びっくりしてる。やっぱご飯食べたいよねって思うけどね。そうだったんだね。うわー、結構持ってんな。こっち側、こっちに移動して。放置したっけ？忘れてしまったねえ、あまり暑かったというイメージはなかった。アルミのやつね。週2回お米だったんだ。週2回お米だったんだね。そういうのもあるんだ。週2はなんかで、週3はなんかみたいな決まってるとこもあったんだ。小森さんのインスタいいねでテンション上がったよ。ありがとうございます。いいね、気づいてもらえて嬉しいテンション上がってよかった。同い年ですか？今年39で合ってるかな。私自分の年をすごい忘れちゃうんだけど、1984年生まれ。今年39で合ってるかな。多分一緒だよね。多分合ってるよね。こんにちは。仕事の休憩中にお邪魔しますって。ありがとうございます。休憩中にいらっしゃい。
給食のデザート、冷凍みかん、冷凍の桃、ケーキね。学期末にケーキ出てくるでしょ。今時代によって違うかもしんないけど、私の頃とか、あと6年前給食センターで働いてる時は学期末にデザート来てたなって感じてた。H できたかな。うわ、H もここがボコってる。ここになんかボッコボコのとこがある。これ修正して、ギリギリまでに修正してから直後に固めたい。こう輪郭っていうか角をなぞる感じね。角なぞってガタガタの直して即固めるみたいな。しかもローヒート戻し忘れてる。しかもいろんなレジンが中に入ってる。ライトの中にピンチ。どいてピンチがいくからちょっとどいてね。ごちゃごちゃしてきたな、物が増えて。こいつこっちに避難して固めると。あと M だけだ。なんか1個もやってないね、垂れるやつ。よし、最後 M ね。 M。カレーはライスではなくカレーシチューとして出てました。パンとカレーってことはもうパンをカレーにちょんちょんってつけて食べる感じになるんかな。それはそれで美味しそうだけど、いやーでもカレーライス食べたくなっちゃうねそっかー、パンとカレーで出てくるんだ。いいナイス。子供は牛乳、保護者がコーヒー牛乳でした。森永も時代で変わったのかな。昔の工場見学だったらそうだったってことか。牛乳とコーヒー牛乳だったんだ。でも確かに今時のさ子供とかって牛乳よりアイスのが喜ぶもんね。多分変わったんかな。ご飯はいつも冷えた水分でべちゃべちゃなご飯でした。容器もスーパーの揚げ物入れる透明のペラペラの容器。あったかいやつがいいね。カレーとかなかったなーって。そっかー、それやったらちょっと今の給食がすごい恵まれてるって思うよね。そんなのを当時食べてたとするとね。スーパーの容器使ってたんや、地域によってはね。私も使った記憶がありません。なんならぬるかったかもって。アルミ容器はアルミ食器は便利なんだね。パンはコッペパン以外にも出てました。黒パンや黒糖パンとかいろんなパンがあったんだ。食べてたのかも。配膳の時に冷めてくもんね、給食ってね。私は普通に白米で週2くらいでパンの種類もいろいろでした。そっか、牛乳の代わりにみかんジュースとか出てました。それテンション上がりそう。みかんジュース出てきたら。リンゴジュースとかでもし出てきたら、私リンゴジュース大好きなんだけど、そんなのできたらテンション上がるかも。でもオレンジジュース出してるとこあったな、そういえば。給食センターで働いてる時、尼崎かどっか。小学校は給食だけど、来年から通う中学はお弁当かデリバリーのどちらかです。そう神戸の中学校もそうやなかったっけ。今デリバリーは美味しくないと噂があり、来年からお弁当作りの予定です。お弁当始まっちゃう。大変だ。だから私が働いてた時、給食センターで神戸がその状態だったんだよね。神戸の中学校給食ないから、業者のデリバリーを選ぶか、自分で家で作ってきてくださいみたいな感じやった気がするけど、やっぱ地域によってそうなるんだよね。お弁当大変だな。デザートありましたね。私もデザートが好きだった。デザートだけ食べてた。黒糖パンとか揚げパンとか好きでしたね。でもね、揚げパンを今出ないとこもあるらしくて、昔も出てなかったとこもあったっぽいってことが今回の配信で分かったよね。揚げパンを知らない人がいると。あと地域によって呼び方が違うってことが分かったよね。黒糖パンって美味しそうだな。ほぼご飯でたまにパンの曜日がありました。子供たちはたまにしかパン出ないようです。
今じゃあご飯がメインになってるってこと？あ、麺類もあるね。乳麺とかあるよね、たまに。なんか汁物に麺を混ぜて食べるやつとかさ、なんか麺の名前でなんかあった気がする。よく出るやつ。ソフト麺だ、ソフト麺。ソフト麺ってあるよね、給食。ソフト麺結構頻繁にあった気がする。私は30代なのですが、地元は田舎なので、ご飯の日は白米だけ持参。すごい、持参するんだ、白ご飯を。パンの日は揚げパンとかサンドイッチありました。サンドイッチが出てくるのっていいな。ご飯を持参する地域とかもあるんだ。すごい。お父さんも私もジャニーズニュース大好きです。お父さんも好きっていいね。なんか一緒の趣味があるってね。書いてたもんね。こんにちは、今学校から帰ってきました。おかえり。やっぱ今日始業式の子たちは今帰ってくるよね。ありがとね、来てくれて。キーワード今日ぷっくりだからね、メモっといてね。ありがとう。人参ゼリーとか冷凍クレープとか。人参ゼリーわかるけど冷凍クレープ知らない。固まったクレープが出てくるってことかな。あ、ミルクレープのことで合ってる？違うかな。今は給食のデザート、旦那の職場に来て柿を収穫して、それを給食に出してもらってます。わ、すごい。梨も柿とか梨が出るんだ。すごいね。今ってフルーツ買うと高いのにね。いいね、そんなん出てくるなんて。家でなかなか食べれないのに。ラッキーパンと呼ばれてたメロンパン、今はあるのかな。ラッキーパン、なんでラッキーか気になる。あるんかな、今も。なぜラッキーなのか。デザートは冷凍みかんとフルーツポンチでしたね。冬休み入る前の最後の給食では、そう薄っぺらいさ、めっちゃ安っぽいさ、スーパーとかでめっちゃ安く売ってそうなさ、安いケーキ出てきたよね。クリスマスあたりとかで。ニュースしか勝たん。ね、ナウくれてる。ありがとう。やっぱ遅いよね、ちょっとね。給食盛り上がってるね。こんにちは。コメントありがとうございます。横浜は中学お弁当ですごい大変でした。ね、中学校からさ、お弁当になる地域がちょこちょこあるんだよね。もう中学校の学校内に給食作るキッチンがないんだよね、地域によっては。そういうとこがどうするかっていう問題に直面してるみたいで、デリバリーと、あと自分がお弁当を作るかのね、二択になってくるとこが多いっぽいよね。M できたかな。でもポツがだいぶ浮いてきてるから、ちょっと丁寧に取ろう。 M はでかいから。ポツ結構浮いてきてる、放置で。私の学校では学校はソフト麺なかったです。なんかテレビでソフト麺の話が出てきた時に食べてみたかったなと思いました。そっか、地域によるものか。ソフト麺美味しいんだよね。結構もちもちしてて結構柔らかくて、なんだろう、独特な麺って感じ。美味しかった。あれ汁物に合うんだよね、すごい。テレビで出たんだね。今って中華麺とかパスタとか出るみたい。そうなん出るんや。私もソフト麺大好きって。ソフト麺好き仲間結構いる。スーパーに売ってるんだ今。買おうかな今度。こんにちは、今から参加です。いらっしゃい、ありがとうございます。間に合ってよかった。今日はなんかずっと給食の話してる。給食いつから始まるかなから始まって、昔の給食の話とかになってるよね。地域によっていろいろ違うっぽいっていう話で盛り上がってます。なんかそんなん言ってたらお腹空いてきたな。ご飯食べてへんし。ありがとうございます。出かけてました。パスワードって言っていいんかな。今日はね、ぷっくりです。おかえりなさい。ありがとうございます。来てくれて。ソフト麺知らない？知らない人と知ってる人には両極端になってるぞ、ソフト麺が。特別感あって大好きでしたって。パスワード教えてくれてる。ありがとう。ね、スーパーで売ってるらしい。懐かしいよね、ソフト麺。どこ行った？あった。
みんなの給食の話見てたらお腹減りました。私と同じこと言ってる。ね、お腹減るよね。今給食ご飯と麺じゃ食べ過ぎなのか、両方出るときは減量ご飯になってる。あれ一緒に出たっけ、ご飯とソフト麺。なんかおかしい組み合わせの時あったよね、たまに給食って。それにパン合わせるんかいみたいな時とかもあったけど、ご飯と麺一緒に出てたっけ、忘れちゃったけど、なんかおかしい組み合わせの時あった気がする。でもご飯と麺って重たいよね。休憩終わりなので戻りますって、ありがとうございました。またアーカイブご覧ください。合ってますよね。年合ってた？わかんなくなるよね。合ってた。今年39らしい。しばらくコメントも送ってますって了解です。ありがとうございます。いつもね、大丈夫ですよ。つぶつぶがまだいるね。やっぱ M 時間かかるね。でっかいし。だからね、私の販売は M だけ200円高いんだけど、レジン液の量も半端なく多いし、作る時間もかかるし、M は大変なんだけどね。 M の人は多いって感じで、固めよう。これで終わりじゃない？全部やったかも。でもこの後ね、チェックしてく、塗り残しがないかで、塗れてないやつあったらちょっとコーティングとかしたいよね。こっちでも固めといて、ちょっと固めてる間出しとこうかね。ご飯と麺一緒に出なかった気がするな。地域によるかもしんないね、これも。うちのとこの小学校もクリスマス近く、ケーキの端っこが出てたんだ。やっぱお金のね、問題だろうね。きなこ揚げパン好きだったね。そう、ココアパン私今日初めて知ったんだけど、絶対美味しそう。三色ゼリーもあった。三色ゼリーってさ、ひな祭りのあたりに出てくる3段になってるやつで合ってるかな。そう、ゼリーってシャリシャリになってるのが美味しいんだよね。中学校に給食なくてデリバリー頼めるって初めて知りました。多分頼める地域ともう強制お弁当の地域がある気がする。神戸はずっとお弁当やったのをデリバリーもありにしようとしてたんちゃうかな、私が給食センター行った時にね。きつねうどんの出汁が甘くて美味しかったよ。きつねうどん出たことないかも、給食に。出汁が甘くて美味しい。いいよね。ソフト麺のみで食べるの好き。強い。ソフト麺のみ。でもソフト麺のみでいけるぐらい美味しかった気がする。確かに。こんにちは、始まってました。そして今ね、全部の塗り作業が終わってしまったどうなったかな。ちょっと今ね、2台のライトを使って固めてるんだけど、固まってるかな。終わったやつが多分固まったと思う。ずっと画面外で固め続けてたからね。くりが終わったとこでちゃんと塗れてるかチェックしようかなって感じ。今ね、こんな感じで残りの2個も固めてます。ちょっと待ってね、一回引こうか。こんぐらいに。これもどかしいの。この後さ、キーチェーンとかつけてくんだけど、これ固めときたいね。もうちょっとね。カメラの位置もうちょっと前か。この辺でいいか。コメントまで読んでいきますね。パスワードありがとうございましたってね、教えてくれてありがとうございます。私の時代パンが多かったね。パンが多かったりパンがなかったりしたんだね、昔はね。今ご飯の方が多いんや。時代だ。そういえば学校の子供の学校では6年の時だけだったかと思うけど、年に1回バイキング給食がありました。すごい。それは知らないな。好きなだけ取れるってことか。楽しそう。それ。お蕎麦苦手。お蕎麦苦手？相模に外食行くときはお蕎麦以外食べる。蕎麦苦手なんか。たまにアレルギーの人とかいるよね、蕎麦って。私蕎麦結構好きなんだけど名残惜しいのですが出かけますって。いってらっしゃい。また見に来てくださいね。ありがとうございます。
同年代の方もいらして嬉しいね。低学年の時食パンやソフト麺でカレー、ソフト麺でカレーみたいあった。確かに牛乳も瓶で、中学年からご飯お試し期間の後牛乳三角パックでご飯が多くなった。めっちゃ変化がめちゃくちゃ起きてる自分の学生時代にめちゃくちゃ変化起きてるね。みんなで食べるの美味しい気がするしね。やっぱ冷凍みかん、今の子も好きみたい。冷凍みかん出る日喜んでるから。ケーキのサイズは申し訳程度だったんだ。あんま美味しくなかったんだ。私の学校は木曜日だけパンで、木曜日以外はご飯。すごい。今ね、現役で学校行ってる意見だと木曜日以外ご飯なんだ。すごい。このもあれだね。概要欄にアドレス貼ってる。概要欄ってわかるかな？説明文のとこに商品ページへのアドレス貼ってるんで、よかったらご覧くださいね。袋に入ったクレープで、多分本来は冷蔵のなんだけど、冷凍で運ばれてくるから解凍しきれないまま出てた。袋に入ったクレープなんて見たことない私。いいな。でも味微妙なのかなシャリシャリでくるのかな。説明してくれてる。ありがとう。給食懐かしいよね。もう覚えてないけど、こうみんなで話してると記憶の片隅のなんか記憶が出てくるよね。あんなあったなーって。ということで全部裏表塗ったんだよね。もう全部裏表終わりました。まあ表面のポツポツはたまにいる気がするけど、ちょびってやったら私許容範囲なんだよね。ですんごいポツポツ出てる時はコーティング剤とかで塗り直したりするんだけど、そんなたくさんめちゃくちゃ目立つってほど出てないやつはそのまま商品になってくんだけど、まあ全部塗り残しがないかチェックしようか。いっぱいできたんでね。ねえ。みんな教えてくれてる。ありがとう。そしてね、売ってるんですよって。びっくりした。私も知らんかった。パリパリの麺であんかけタイプ出てきた。ソフト麺はね、なんかね、もうこういう四角い袋に入ってて、もみもみできるぐらい柔らかくて太くて、でも絶妙な柔らかさの麺って感じ。パリパリは出たことないかも私。ミートソースとソフト麺がめっちゃ美味しかった気がするね。ぷっくりさせるとき液だれしちゃう。それもね、レジンの種類でもだいぶ回避できるんだけど、今日概要欄にぷっくり動画のリンク貼ってるんで、よかったらご覧ください。まあ正直レジン液でだいぶ変わる。ぷっくりは毎回失敗しちゃうって感じやったら変えた方がいいと思う。液によっても難易度が変わるんでね。そうだよね。たまに入れる冷凍クレープ美味しかった。私出たことなかった。大人になって食べた時嬉しかった。どこで食べれるんだろう。あと米だけ持ってくる話を聞いて、数年前まで今住んでる地域はあり。自分の子供の頃はなくて、よく子供に持たせるの忘れて怒られたよ。だよね。子供にも米を持たせなきゃいけない日があるって思うとちょっと親の負担きついね。それね、一箇所おかしい場所あるな。 M の側面ちょっと塗り直そう。おかしいの M の側面のここがおかしいことになってるんで、ちょっと塗り直します。お肉が苦手で食べられないので給食嫌でした。私も好き嫌いめちゃくちゃ多いんで、残さない日の方が珍しいぐらい。もう年に3回ぐらいしか残さない日がなくて、私好き嫌いめちゃくちゃ多いんで、毎日昼休み終わるまで座らされてた机に。給食食べ終わらない子は昼休みずっと食べてなきゃダメっていうルールがあって、私の小学校6年間ぐらい毎日昼休みずっと給食絶対食べたくないから席に座ったまま昼休み終わるの待ってる人間だった。今は比較的結構いろいろ食べれるんだけど、昔の好き嫌いがなんかおかしいぐらいだった私。ここちょっとなんかおかしかったかな。直してる。でもうこれ修正のコーティングなんで、表裏面に絶対はみ出さないように塗らなきゃいけないんで、結構むずい。この仕上がった後の側面直すやつ。なんかボコボコやったから直すから
けたかな。表裏に絶対はみ出しちゃダメなんだよね。多分これで大丈夫。いや、アルファベットモールドは窓文字と角文字どちらが難しいかありますか？とね、角の方が表面ぷっくりに関しては角文字の方が弾きやすいからむずいなって思うんだけど、丸文字はね、サイドコーティングが難しいからね、どっちもどっちって感じ。こんにちは、今来ました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。もう終わっちゃうとこなんだけどね。全部作り終わってありがとうございます。デリバリーって今日はピザにして明日はマクドとかにできるのかな。デリバリーは学校指定のお弁当屋さんに注文すると毎日学校に注文してる生徒の分だけ届けに来てくれるとか、そういうやつだと思う。ピザとマクド学校じゃ食べれんと思う食べたいけどね、それね。つやつやってありがとうございますね。画面がかわいい。いっぱい集まるとかわいいよね。コーティングやり直したね。もうちょっとだけ固めるね。そしてみんな会話してくれてるね。ありがとうございます。会話してるやつは私はね、読まない感じでいこうと思うんだけど、読まない感じではいくけど、がっつり読んでるからねみんなの会も読んどきます。ご飯出なかったけど麺類はうどん、ミートソース、ちゃんぽんとか出てたのを思い出しました。わあ、ミートソース美味しかったよね。ご飯が昔なかったけど麺はあったんだ。でも伸びてたんだ子供たち郷土料理も出るけどメニュー聞かれても全然わからない。うちもそうかも。うち明石なんだけどさ、たまにタコとかタイ出てる。地域の料理とか言ってね、でいいなって思う。退出して戻ってきました。ありがとうございます。私もバイキング給食で全校で食べる日。全校で食べるって体育館とかすごいね。それは知らない。面白そうね。って感じでぷっくり作業が終わりました。全部こんな感じでぷっくりが終わりましたと。入りきらない。こっからさ、キーホルダーをつけていくわけなんだよね。つけようかな、どうせやし。このままキーホルダー金具どこだろう。バイキングやってみたいなね。そしてどこまでいったかな。あった。かわいい画面いっぱい並ぶとやっぱかわいいよね。ピントさん仕事してるかな。今回最後まで見れそう、嬉しいってね。すごい。もう何時に始めたっけ。12時に始めたんでね、2時間経ってる。ありがとうございます。ずっと見てくれて。夜配信は明日仕事だから早く寝なきゃになる。そうだよね。やっぱ次の日が早いとさ、ずっと見れないもんね。ちなみにこの前作ったやつも並べようか。めちゃくちゃになってくけどこれがマックス引きかなね。この前作ったやつも並べてみよう。いっぱいあるよーんってしてみよう。うちは私立だったから給食食べれてないから給食憧れます。そっか、私立だと給食がないとかあるんか。でお弁当を作ってくれるのか、お母さんがずっと。いやー、それもすごいなー。でも今って給食を食べれるとことかあるよね、多分探したら。レストランっていうか昔の給食ばっか売ってますみたいなとこありそうじゃない、探したらね。憧れるよね。揚げパンやソフト麺とかなかった大阪市。大阪ないの？ありそうなのにね。なんか味にうるさそうなイメージがあるから、大阪ってないんだ。意外だ。ツヤツヤ綺麗ね。今んとこ多分全部ツヤツヤになったはず。結構雲も増えたね。この今週かな。いっぱい作り続けて雲たちも増えてきたと思う。こんにちは。今日はやっと来れました。ありがとうございます。旅行楽しかったですよ。いい天気だったからよかった、ほんと。で、たまに大雨とか雷あってんけど、なぜか移動中にしか乗らなかったからね。そういう意味でちょっとラッキーだった旅行になった。ありがとうございます。
お昼好きすぎて冷凍たこ焼きチンしてきた。うちも冷凍たこ焼きある。食べようかなぷっくり勢ぞろい。かわいいね。いいよね。ぷっくりかわいいグラデクモも癒されます。ありがとうございます。もうほんとなんか先週ぐらいにやりたくなって作ってからね、結構増えたけど、J を作るんだね。 J リクエストいただいた J を作りたいし、もっとびっちりしてみようかなまだいっぱいあるよ。もうちょっと増やしたいのもあるし、他のお花のアイテムとかもリクエストもらってるからな。お花のイニシャルも販売してほしいって。水曜日か金曜日やろうかな、お花のイニシャル。あと秋のヘアクリップも考えたいし、やったら YouTube 販売に向けて準備も始めたいし、大変だ。どうしようって、やりたいことがいっぱいあって困ったなって感じになってるね。こんな感じでなんか価格こうかな、こうした方がなんかいっぱい見えるかなね。無事できました。なんかいっぱいぷくがいっぱいできました。ね、グラデがいいんだよね。ソフト麺お箸で袋の上から切るのめっちゃわかる。私もそれしてたあ、みんなしてるね。してたそれ。給食好きすぎて1番目から2番目におかわりしてました。すごい早っ、食べるの。加齢とともに味覚は細くなるから、子供には味に敏感で好き嫌いが出やすい。あ、そうなんや。大人になるにつれて減ってったんだけど、私そういうことか。なんか全部さ、匂いが嫌とかちょっと苦い味がするとか、すごい細かいこだわりで給食全く食べなかったんだけど、私それが敏感だったんだろうね、きっとね。給食好き嫌い多い人でした。いつも残り組一緒だ、私と一緒ね。そう昼休み食べてる横で掃除とかされてたの。私も6年間ずっとだよ。もう意地でも食べなかったから私だからもう毎日ぼーっと待ってた。給食をしまいに行っていい時間まで。今じゃそんなんしたらクレーム来そうだよね、親から。今時はなさそう。アルファベットモールド迷ってたんですね。いろんな形あるから悩みますよね。今私筆記体のやつちょっと欲しいなって悩んでる。私も食べれるず残す中学生お仲間だね。昔は待たされたよね。人権守られてるかも。ほんまそれ。お花見給食で全校で校庭で食べる日があった。いいね。なんか思い出に残りそう。それすごい。そんなんなかったな。私もですってね。雲のもくもくかわいい。いっぱいできましたね。この中でこの3つ色濃いやつだけ雲のバランスを変えたんだよね。それが前回の金曜日の配信でやったやつかな。なんでね、またそれもよかったらご覧くださいって感じでね、バーってできたけど、もうちょっとイニシャルのリクエストがあった J とか、C ももらってたよね。イニシャル C がないね。それも作りたいと思うし、いろいろ作りたいよね。もうちょっと時間が欲しいって感じね。お弁当勢で避けるストリングチーズ。わー、大好き。私学校で禁止になったんか、みんなが避けるチーズ持ってきすぎてあれ美味しいよね。禁止とかなっちゃうんだ。掃除するからと机下げられて隅っこで、そう私もみんなが掃除してさ、机がなんか集まってる端っこで食べてた。私も食べてたっていうか、もう食べずに待ってた。早く戻していい時間まで意地で仲間が結構いて嬉しい。いっぱいツヤツヤね。ぷっくりできました。失敗したのないかな。ちょっとリカバリーもしてもいいかなって思ったけど、まさかの全部成功しちゃってる気がする。垂れてるやつもいないしな。色合いが綺麗。K はさ、余ったやつを流したんだけど、なかなか綺麗になったと思う。これ余った4色を流して作ったやつなんだけど、変わった色になったなって思う。宇宙トロピカル雲小森製バレッタにヘアクリップ。どうしよう。すごいラインナップバッチリ頭に入ってる。こんにちは。今日も暑いですね。ありがとうございます。今日も近くに揚げパン屋さんある。そんなのに近くにあったら私いっぱい通っちゃうよ。でもいいないっぱい並んでる。かわいいって。そうなんですよ。いっぱい作りました。イニ
ニシャルのモールド持ってないので買わなきゃね。次はシャカシャカやってほしいです。だよね、私もシャカシャカそろそろやんなきゃなって思ってて、まあシャカシャカの蓋をめちゃくちゃ買っちゃってるんだよね。もう買ったらやるしかないよね。こうやってさ、もう蓋だけのやつをめちゃくちゃ買ってしまったので、これを使わねばって思ってて、ただシャカシャカって難しいんだよね、配信でやるの。オイルを入れる配信をまだ1回しかやってないから、オイル入れるやつやりたいなってちょっと思ってるんだけどね。星型オイル入りとかやっちゃおうかな。あ、こっちやった、真ん中こういうやつね、めちゃくちゃ買っちゃってるんだよね、いっぱい。自分で切るとうまくできないからね、買っちゃっているんだよね。掃除の時も給食を食べてる人いたな。そう、掃除しながら助けることできないしね、優しいそうそう、もうみんななんか風景として見てたよね。また残してるなみたいな私ほぼ毎日残してたもん。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。眺めるとかわいい。隠れ工房さん、あ、そうそう、っていうかね、どこでも売ってる、いろんなショップで売ってると思う、このアルファベットモールド。一応私が買ったとこは概要欄に貼ってます。ソフト麺なんですか？わあ、知らない人もいるんだよね、やっぱね。昔の給食でよく出ててめっちゃ美味しかったって話してたんだけど、今もスーパーとかで売ってるらしい。いつも老眼とか困りっ子とか給食とか話題ができて楽しいですね。ねえ、今日給食会になったね。しかも今めっちゃお腹空いてる私書いてくれてる、ありがとうございます。でもあると思う、そのさっき書いてくれたお店にもいろんなとこで売ってるんちゃうかな。ちなみに一番安いのはシーインだけどねユンかい、イニシャルかわいいなーってね。9月1販売で、あ、そっか、9月1販売ってもう今週だね。結構タイミングゲーになると思う。自分が選んだやつを偶然他の人がまだ目に入ってなかったら買えるみたいななってくるかもしんない。まあいっぱい作りたいな、もうちょっとね。ね、お腹もたくさんいてよかった。シート切ってほしいですって言ってるだって私シート3回切るの失敗して配信やってるからね。それが嫌でシート買ったからねシート切ると失敗するからな。オイル入れるやつ見たいねえ、やりたいよ。私もやりたいけどむずいんだよね、配信。ちょっとやるかもしんない、またオイル入り。しばらくしてないからね。ご飯なかったし、コッペパン味気なかったなーってね。そう、昔ご飯なかったのが衝撃やった、私の中で。ほんとこのアルファベットのグラデちゃんたち、アメちゃんみたいで食べたくなるね。どれが一番美味しいだろう。やっぱスイカ味かなスイカ味が一番美味しいかなとか言って美味しそうだよね、食べたらこれね。YouTube 販売は前もって商品を見れますか？今コミュニティに投稿してあるもん、この YouTube コミュニティに。ただいくらかとかまでは書いてないんだけど、で当日しか見れないし、展示とかできるんかな。展示から一斉公開とか変えれるんかな。ちょっと私が販売サイトの仕様をしっかり分かってないから、もしかして展示状態ができるかもしれないな。ちょっとまた後でアプリ見てみますね。ラインナップ分かった方がいいもんね。ソフト麺見たことないかもってね。そうそう、コシのないうどんでこういう四角い袋に入ってて、もみもみしたり、袋の上から箸で切ったりっていう知ってる人で盛り上がってた今日ね。作品ゲットしてもらえるといいなって。知ってる知ってるよね。知ってて言ってるよね、きっとね。もう終わり。そう、今日はね、ちょっとみんなと給食の話してたらお腹空いちゃったんで、こんな感じでぷっくり盛り会となりましたね。ここ読んで終わりにしようと思います。ワイならいろんな種類のワイが並ぶ感じですか？そうそう、ワイ、そうそう、その後ろの雲とか宇宙ごとに今並べてる宇宙シリーズがある。それとも同じイニシャルを並べた方がいいんかな。今海だけがバーって並んで、その後に宇宙だけがバーって並ぶみたいな作りになってるけど、いや事前にこう展示できたらしたいな。ちょっと後で見てみるね。作品ゲットしたいってね、作品買いたいなって言ってくれてる。ありがとうございます。この際何でもいい
でもその何でもいい思考で全然自分の推しとも関係ないイニシャルを買ってくださった方も結構いた。ね、スイカです。かわいい。K 希望。そっか、K が欲しいのか。給食のお話参加できませんでしたが、皆さんのお話を聞いて懐かしくて楽しかったです。ね、懐かしいですよね。やっぱ小学校とかが主な思い出があるよね、給食ってね。いいのぷっくり頑張ってみます。真ん中垂れないといいですね。今日も猫ちゃんごさんありがとうございました。私が小学生の時は大阪市に住んでて給食だったけど、コッペパンに牛乳だったかな。あ、そっか。そうだからね、お米が登場したのもどうやら後半からみたいで、給食の後半っていうかね、初期はなかったみたい、お米がね。お疲れ様でした。ありがとうございました。またの配信を楽しみにしてますって、ありがとうございます。キーホルダー部分はね、私ね、個人事業主じゃなくて間違えた。なんだっけ、個人事業主しか買えない場所で買ってるんだよね。卸市場みたいなとこでゲットしてます。ただ、バックチャームで検索したらいっぱい出てくる。ヤフーショッピングとか楽天市場とかクロッチショップでも売ってるんだけど、クロッチショップのやつちょっとでかいんだよね。なんで、サイズも結構大事だなって思ってる。そうそう、ベースはね予約できるんだけど、その前に予約できるんだ。ちょっと待ってそれ結構大事かも。後で見てみるね、しっかり。ありがとうございます。解明するよって解明ね。そうそう、イニシャルのために解明してくれるからね。今日はラジオ感覚で聞きながら重い体を動かして荷ほどきしておりました。あ、そうなんですね。荷ほどきしてたんですね。給食楽しかったですよね。ありがとうございました。こちらこそね。ということで今日の配信はここまでで終了したいと思います。ぷっくり会ご覧くださりありがとうございました。なんか指紋ついてる。あ、取れた。理解の配信も水曜日なんですけど、12時がやっぱ見に来やすいかな。お仕事の人が覗けるのがいいかなっていうのを感じてるんで、水曜日の12時を一応仮設定時間にしようかなと思ってますね。なのでまた何を作るかまだ決めてないんですけど、また決めようと思います。ということで本日もありがとうございました。またご覧くださいね。それではいい午後をお過ごしください。バイバーイ。